チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、烏丸百です。来ていただいてありがとうございます。本日はイラン戦争の続報ということで、イラン攻撃不支持が 82%、 自衛隊中東派遣を許すなということでですね、イラン戦争の渦中のアメリカ、日本、イスラエルの順でニュースを取り上げた後、日本国内のニュースについて取り上げてまいりたいと思います。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を多く取り上げますので、視聴にはご注意ください。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、烏丸配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図は一切ありません。チャットルールを厳守の上、皆様もお気軽にコメント通していただければ嬉しいです。はい、ということでですね、皆様お集まりいただきありがとうございます。小田花風花さん、ペタさん、しょうがさん、りほさん、むよくさん、アブソリュートさん、ミニラドルさん、アンナエイさん、村上さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。615VTuber さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ですね、先日まだお知らせしたんですけど、ディスコードなども今、開設しておりますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。もう皆さん入ってるか。はい。ということで、今日もやっていきたいと思います。ですね、今回ちょっとすいません。ちょっとそれでバタバタしてたんですけど、ツールでちょっと自動化してみたんですけど、今回でもですね、イラン攻撃についてのですね、リンク集を、参考リンク集を作りました。すべてツールで自動化してですね、バーっと名前とかも全部出るようにして、ちょっとわかりやすくなったかなという感じなので、まあ見たい人はですね、概要欄からチェックしてみてください。はい。そしてですね、大至急、高市首相にイラン・ホルムズ海峡に自衛隊を派遣しない、特に19日の日米首脳会談前に明言することを強く求めるオンライン署名というのが始まっております。はい。こちら皆様ぜひともチェックしてみてください。はい。今25,000筆集まっているようです。はい。ですね、あとですね、ちょっとこちらとはイランとの戦争とはちょっと関係ない話なんですけれども、署名しました。ありがとうございます。ちょっとですね、許しがたい事件がありまして、無罪判決を受けた復興団体代表、前橋地検控訴説無罪確定ということで、おととし、太田市のホテルで知り合いの20代女性に暴行した罪に問われ、前橋地方裁判所で無罪を言い渡された東日本大震災の復興活動をもらうボランティア団体の代表について、警察は控訴説無罪が確定することになってしまったということで、これ記事とか読んでいただければわかるんですけれども、ちょっと本来有罪になるべき事案ではないかというのに無罪になってしまったという事案がございました。で、この内容に抗議する、署名がですね、今14,000筆集まっておりまして、前橋地裁の復興ボランティア代表団体による性暴力事件無罪判決に抗議します。声を上げたことに後悔させないということで、こちらもですね、性暴力等に関心のある方はぜひともチェック、署名の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、署名活動の趣旨はリンク先をお読みください。まあですね、国内外でいろいろひどいこと起きてるんですけれども、今日もめげずに、久しぶりにですね、政治的多数派になったことなどもありますので、頑張っていきたいと思います。秋山さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。自民党の議員さんにもメールを送りますということで、そうですね、今回オンライン署名等はね、もちろんですけれども、簡単にね、メールを送ったりですとか、そういったね、具体的な行動をしていただくこともですね、もちろん、デモ行ける方はデモ行ったりとかですね、本当にちょっと日本の危機なのではい、皆さんもぜひご協力のほど、よろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、ちょっと前置きになりましたが、早速ですね、イラン攻撃不支持 82% の話からしていこうかなと、アメリカの話からまずしていこうかなと思います。イラン攻撃不支持 82%、首相姿勢評価せず 51% ということで、ちょっとびっくりする結果が出ました。思わずね、ちょっと不謹慎かもと思いつつ、笑顔のサムネにしちゃったんですが、朝日新聞社がですね、14日15日の両日、全国電話世論調査を行いまして、米国のイラン攻撃について、支持しないが 82% に達し、支持するは 9% だった。
ってマジでっていうちょっとびっくりしちゃったんですけど、まあ嬉しい衝撃というか、これほど戦争に反対する日本人がねたくさんいるというのはちょっとびっくりしました。はい、もっと50ぐらいかなっていうふうに思ってたんですけれども、はい、私ですね、最初、高市首相のね支持率がちょうど最初 82% ぐらいだったんですよ。でその時にね皆さんと一緒にあからさま100だけに 19% か 18% のクラブになっちゃいましたねということを、自虐的に笑い合っていた記憶がね3ヶ月4ヶ月ぐらい前の話かなという感じなんですけれども、ですね、もちろん高市さんの支持率はね未だ高止まりしております。高市さん自身が否定されたわけでは全くございませんが、どれだけトランプが嫌われたかということですよね。素晴らしい。はい。まだ日本の人たちにもちゃんと良識が残ってたということでですね、アメリカ、イスラエルによるこの不当な侵略戦争に対して反対する声が大きいというのは素晴らしいことだと思います。はい。でですね、ナミさんコンカラスです。石油が絡むとさすがにねっていうね、結局実利の話なのかなとは思いますけどね。さすがにね、ガソリンの価格いきなり上がってね、他の製品とかも危機的な状況にあるっていう中で、ね、原因なんですかって言ったらトランプですってなったら、そりゃね、お前いい加減にせよってなるのは当然だと思いますし、でもこういう声が上がるのはね、今後にとっても非常に重要なことだと思いますので、はい、支持しませんと電話で答えてくれた方はありがとうございます。はい。あなた方のおかげで日本が救われるかもしれません。ペーターさん、通常プランようこそありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今度ちょっと読書会とかをやるのでよろしくお願いします。ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。パリに咲くエトワールの感想ありがとうございます。なんか面白いらしいですね。はい。いやいつせさん、ここからです。先日ありがとうございました。いつせさん、コラボありがとうございました。先日ですね、どこぞのいつせさんと、ノンバイナリーに関するですね、コラボをさせていただきましたので、よかったら、先週のアーカイブもチェックしてみてください。はい。改めてよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。ということでですね、なんか久々にちょっと、めでたいと言っていいのか、全然めでたくはない状況なんですけれども、ですね、少し私たちが多数派になったなという感覚を受けています。はい。いや、こちらこそありがとうございました。選挙 .com JX 通信の世論調査になりますと、内閣支持率が 56.1% まで下落、不支持率 28.0% ということで、これは高市さんだいぶまずいんじゃないですかね。いや高市さん本人の支持率はおそらく 60% 以上はまだあるだろうと言われているのであれなんですけれども、いやここまで下がると思わなかったですね。よっぽどみんなやっぱ嫌なんですね。トランプの戦争が。そりゃそうだよなという話ですが、はい。ですね、鑑定メールを送ってくれた方もありがとうございます。岸田の日米首脳会談、首脳共同声明24年で平時及び有事の米軍自衛隊のシームレスな統合の約束を取り付けていたのですが、米軍側の文書では同盟国には主権の一部を切り離してもらうとの旨の記載があったことが以前問題になりましたが、その有事の状況だと米国はその時結んだ主権切り離しレベルのことを要求していると思う。そうでしょうね。トランプはもちろん大変身勝手な人間ですけれども、岸田さんがね取り付けてしまった日米同盟は固いんだという約束に振り回されている面はあると思うので、必ずしも高市さんのせいだけとは言えません。はい。自民党の基本方針なので、対米従属はね、はい。ということでトランプ様が何を言っているかということで、ちょっと閲覧注意の映像なんですが、聞いていただきたいと思います。At least now I think it's much higher than that. But we do it.
はい。まあ何を言っているかよくわからないんですけど、なんか、ホルムズ海峡を通るのは我々、まあ日本とかね、中国とかの都合であるから、自分の国の警備は自分でしろというようなことをおっしゃっているようです。この状況を作ったの誰だと思ってるんですか？いやー、すごいですね。すごい。まあ、トランプだから、まあ、以前からこういう人だというのは分かりきってはいたんですけれども、まあ、こう口で明言されると、やっぱりちょっとショッキングなものがありますね。すげえなと思いました。自分で戦争を始めて世界経済を大混乱に陥れて自分は責任がないぞみたいなことを言い出しましたよ、この人っていう。すごっていうですね。まあ確かにトランプ的には俺はネタニヤフの言うことを聞いているだけで俺のせいじゃないみたいな感じなのかもしれないですけれども、他責もいい加減にせえよという話ですよね。はい。ホルムズ海峡を通りたいのは確かに我々の都合ですけど、誰もイランに戦争を仕掛けろとは言ってないんですよ。ネタニヤフ以外は。覚えてませんか？日本とね、とかね、イラク戦争の時と違うんで、賛成してないですよ、誰も。はい。ドミキレオさん、コンカラスです。いや、ほんとありえないですね。本当に。なんでエアフォースワンで取材するんでしょうね。いつもなんか飛行機の入り口で、まあ、忙しいアピールをしてるのかもしれないですけれども、なんかね、ちゃんと喋れやって感じ、ちゃんと記者会見で喋れやって感じですね。いやでも本当ね、ありとあらゆるところで値上がりして赤字してるから、日本は本当シャレにならないですよ。絶対こんなやつに従っちゃいけないですよ。相沢さん、コンカラスです。ありがとうございます。ということで、失言の止まらないトランプ大さんなんですけど、まあ、いつも失言してるんだけど、トランプ大統領がイランを挑発、面白半分であと数回攻撃するかも、終結交渉にも否定的ということで、こちらも信じがたい発言なんですけれども、イランとの戦闘終結について条件が不十分で私は合意したくありませんと。ですね、面白半分であと少し攻撃するかもしれません。完全に破壊しました。イランの戦闘力についてあと2日もあれば完全に壊滅させるでしょうって。あと2日ってあと1日しかないんだけど、イランが滅亡するんですか？明日には。もうこの人自分で何言ってるか分かってないんじゃないですか。面白半分に戦争やってるのっていう。まあさすがに普段トランプさんに好意的な人たちもドン引きしていまして、いや、ちょっと黙っといてくんないみたいな反応が見られたのが印象的でございました。はい。いやー、なんかもう高市さんもそうだけど、なんか周囲に喋らないでほしいって言われる人珍しいと思いますね。はい。ということで、ドラさん、八芒星さん、サーズデーさん、悲しみさん、コンカラスです。なぜ他首相と違い、高市氏の答弁が不十分な時のみ擁護弾が発生するのか。高市氏もトランプ氏も多席思考など共通してる。そう、多席思考でなんかね、熱心なファンに囲まれていて、まあそういう人たちに向けてしか話しないとこも同じなんですよね。まあポピュリストらしいといえばらしいのかもしれないですけれども、いや、ほんとね、これはいくらなんでも言い過ぎというか、まあさすがにね、トランプを普段支持してるような人もドン引きしていたので、はい、本性を出さないでください。いやー、多席主義というか、だから面白半分で人を殺してますみたいなこと言わないでくださいよっていう。もうですね。はい。で、まあ、ただですね、今、トランプさんに艦艇を派遣しろとさのように言われてるわけですよ。90% で、まあ、名指ししたのは中国ですが、原油の 90% をホルムズ海峡に依存しているのは日本も同じです。いよいよ来ましたね。高市政権にとって最大の難所ですね。断れば米国支援と言っていたじゃないか。早苗は二枚舌だとトランプ大統領から絶対言われるでしょうし、受け入れて自衛隊を派遣すれば死者が出る可能性があり、実態出ると思います。そうなると支持率は急落し、内閣が崩壊するでしょう。まあなんか逆にね、愛国右翼の人が盛り上がっちゃったら、それはそれで気持ちが悪いのですが、絶対私は派遣すべきではないと思います。自衛隊の方が亡くなる可能性があるからです。
高市さんも難しいお立場にあるとは思いますが、今回の件について最大の失策はあまりにも早い段階で米国支持のポジションを固めてしまったということだと思います。国際政治の世界において拙速なコミットメントは最も危険な行為の一つです。英国外交はね、いかに慎重だったかみたいな話も言われてるんですけれども、その通りですよね。いつものことではあるんですけど、あまりにもアメリカ支持を言うのが早すぎたんですよ。だって、どう考えても違法な侵略戦争なのに、すぐにトランプを支持するって言ったじゃないですか。しかもイランね、を一方的に非難しちゃったじゃないですか。そりゃね、通してもらえなくなりますよ。黙っとけばよかったのに、黙っとけばね、インドと中国とお得意先ではあるわけだから、インド、中国と同じ扱いしてもらえた可能性もなくはなかったのに、今ね、現状、完全にアメリカの属国扱いされていて、これからいよいよ首脳会談が19日にあるんですけれども、どうなるかというような話になってるわけですよね。だからもうトランプをかわすしかないですよ。なんとかして、これは高市さんが悪いです。はい。ということでですね。トランプのそうですね、ホワイトハウスの今回取り上げませんけど、ゲームを利用したね、ああいうプロパガンダ映像とかひどいと思いますが、ああいうのを面白がる人たちがね、周りにいるってのがやっぱりトランプ政権なんですよね。在日米軍は海兵出力能力の6割ぐらいを中東に投入しようとしているので、あんまり順調ではないと。そうみたいですね。いや、在日米軍が弾丸行って、こっちから行ってんのもまずいんだけどな。その話は後でします。マガ派のインフルエンサー、大量に離反してるっぽいですね。いや、もともと彼ら結構反ユダヤ主義者の人多いから、イスラエル嫌いなんですよ、基本的に。それはネオナチとかの思想に近いので、全く肯定できるものではないんですけれども、ここに来て亀裂が表面化した感じですよね。イスラエルについていくぐらいなら死ぬわみたいなこと言ってる人いるみたいなんで、はい。いや、ほんとね、9条の大切さがですね、ここに来て、聞いてくるという風に、私もまさか思わなかったですよ。普段から9条を守れとは言ってますけれども、で、まさか9条を盾に断る機会が、高市政権で来るとはってね、誰も思わなかったっすよね。いや、でも高市さん、今こそ9条の盾を使うべきなんですよ。9条の左翼がうるさいからでいいですよ。断ってください。自衛隊の人たちの命に変えられませんので、はい。避難するができなければせめて黙るを覚えてほしい。欧州極右も反ユダヤと新イスラエルで葛藤してる人多いですね。はい。勝手にしてろって感じですけどね。反ユダヤ主義は反ユダヤ主義でね、もちろん邪悪なので絶対にコミットメントしちゃダメだと思いますが、マガの人たちが揉めるのはね、悪いことではないと思います。はい。そうですね。そう、イスラエルは批判してするのは当然ですけれども、反ユダヤ主義者とは絶対共闘してはいけません。はい。でも9条で断ったら政治生命が終わる可能性があるんですよね。そう、そこなんだよな。笑っちゃいけないんだけど。いやー、でもな、断ってくださいよということで、先ほどちょっとコメントいただいた件なんですが、米軍がですね、日本拠点の強襲揚陸艦と海兵隊をイラン作戦に派遣しているようです。こうなることは分かりきっていましたが、長崎県の米軍佐世保基地等に配備している強襲揚陸艦や沖縄に駐屯している海兵隊部隊を中東地域に派遣しているようです。派遣は海兵隊と海軍でそれぞれ2500人規模と。うちなんちゅうの方がですね、正直、沖縄米兵好きじゃないけれども、俺たちは任務に行くんだって言って、この前出て行ったっていうような話を書いていまして、非常に複雑な気持ちだったというふうに書かれてるんですけど、なくならないでほしいですね。もちろん、命の、米軍の人たちの命も大事なんですが、それ以上の問題として、米軍を日本拠点からまた派遣してしまったので、ですね、イラン的には、もしかしてこれがもう対米従属行為であって、日本が事実上アメリカの味方をしている行為であるというふうに捉えられる可能性がいよいよ出てきたので、いやー、やばいなと正直思っております。そう思われたくないので、高市さんにはですね、きっぱりと、自衛隊は派遣しませんと。あなた方の、米軍はね、しょうがないと思いますが、
自衛隊は協力しませんのでよろしくときっぱり断る必要が出てきました。はい。だからそうでないとね、おそらくイランが信用しないので、いや、お前らさって、沖縄からガンガン米兵出してるじゃんって、結局ね、UAE とかバーレーンと同じことやってるじゃんって言われかねないので、できれば出したくなかったけど、まあ、米軍は米軍なのでどうしようもないですけどね。はい。都内上空ではレーダーに映らない米軍機がバンバン飛んでます。あ、都内でも飛んでるんだ。横須賀かな。いや、怖いですね。もうこれ以上行かないでほしい。海事が海上警備行動で出動できるのは日本船籍なのであんまり動けない。ほとんどの船はパナマ船籍です。対中抑止でストックしていた虎の子の大規模な徴中戦力を引っこ抜くのはイラク戦争以来です。あ、なるほど。八坊生さんありがとうございます。補足ありがとうございます。いや、でもこれ、そうですよね。だから対中抑止の問題もあるんですよ。みんな忘れちゃってますけど。はい。いやいや、追い詰められてわけわかんないこと言われるくらいならドタキャンした方がいいんじゃないか。いや、ほんとね、この悪の帝国と一緒に行くのかよっていう感じですよね。いや、米兵の人たち一人一人に罪はないんだけどさ。ですね。あ、高市さんの例の時代変わった答弁については後で言及します。いや、でも本当にね、なんでしょうか、同志国を増やして一緒に地域の安定を実現しなければいけないみたいなことをね、言ってるの、どの口がって感じですよね。イランとの関係をね、長年にわたる関係をぶち壊しにしといて言うセリフではないと思いますね。はい。そう、日本各地で起きてることは沖縄でずっと起きてきたことですからね、そのことずっと言ってるんですけどね。やはり沖縄の基地から派遣されていました。中東から離れているから大丈夫という話ではありません。国際法に違反した攻撃、戦争を始めた側に加担することになってしまいました。小さな島のあちこちに米軍基地がある中で暮らす沖縄の私たちは、初めから安全保障の傘の外にいるのではないかと感じますと。いうことでですね、まあ、琉球の方がね、当然このような危機感を覚えるのは当たり前だと思います。海事の掃海能力は基本的に戦後の日本近海の特殊な環境に特化しているので、停戦しかしてない戦場に連れて行っても、いや、役に立たないと思いますよ。実戦経験が違いすぎるでしょ。はい。いや、本当にね、だから自衛隊を派遣しませんと勝手に言わないと、トランプが勝手に派遣しますみたいなこと言い出す可能性ありますからね。絶対言わなきゃダメだと思います。はい。まあ私がなんでここまでガーガー言うかというと、日本の船も強敵になる可能性があると、イラン革命防衛隊の元司令官が言ってるんですよ。この恐ろしい映像を皆さん見たかもしれないですし、今回流しませんが、イラン革命防衛隊はですね、本気でタンカーを沈めてます。で、アメリカ国籍のね、船がいくつか炎上してこのように沈みました。イラン革命防衛隊の司令官の、カナニマ・マディガティムさんという人が日本のインタビューにかなり異例なことだと思うんですけど答えまして、イランは機雷をいくらでも製造できる、もともと海底に設置してある機雷が多数ありいつでも起動可能だという、ここ詳しくね映像だと詳しく解説してあるんですけど、浮上するタイプの機雷っていうのがあって、スイッチ一つでブーンと浮かんでくるらしいんですね。それが激突すると大体の船は沈みますよね。当たり前ですけれども。で、革命防衛隊ってこういう能力を持ってるんですよ。もし日本における米軍基地が対イラン攻撃のために利用されているとの情報を得たのであれば、アラブ諸国同様に攻撃の対象にするし、イランの船舶もホルムズ海峡を通過できないと。なんかこのフセインさんにインタビューするのが、この事実が判明する前だったんですけど、だからこれでもう許してもらえなくなった可能性もゼロではないんですよね。いや、でもそれでも頭下げなきゃやばいと思うんですが、はい。ですね。瀬長亀次郎の愛国的民族演説には震えました。決められても戦時だからってことで正当化されかねないですね。イラン革命防衛隊が恐ろしいってことなんですよ、要は。皆さんね、パレスチナの件とか知ってる方はね、革命防衛隊のこと当然知ってる方も多いと思いますし、私は基本的にアンチハメネイなので、全く肯定するものではないんですけれども、非常に強いです。非対称戦闘に関しては、もちろん正規軍ではないので、
普通の軍隊の強さとは知的なものとは違うんですけども、非対称戦闘においてはですね、だからアメリカからテロの枢軸とか悪の帝国みたいなこと言われてるのって理由があるんですよ。レバノン内戦、イラン・イラク戦争、対テロ戦争、シリア内戦、イラク内戦に参加した戦歴があり、どこでもね結構勝っているんですよね、イラン的には。だからシリア内戦に彼らが介入して、特に恐ろしいのはクッズ部隊とかゴドス部隊と言われる特殊作戦部隊なんですけれども、彼らがね介入したことで、アサド側が勝ってしまって、虐殺が続いたりですとか、レバノンではですね、ヒズボラっていう人たちを支援して、パレスチナの人たち、難民キャンプの人たちを次々に殺したりもしてますし、正直、擁護できないレベルで各所で悪いことしてる人たちではあるんですよ、確かに。確かにそうなんだけども、でも別に怖いからね、避けろっていうんじゃなくて、こういう人たちがですね、だから、今イランの存亡の危機にあって、何が何でもイランを守らなきゃならないっていうモードに入っているわけですよ。で、非対称戦闘が得意な人たちですから、嫌いでね、海峡を封鎖するとか、その付近からね、ミサイルとかドローンを撃ち込むみたいだろっていうのは最も得意とする作戦の一つなわけですよね。勝てるわけないじゃん、こんなのに。だからね、世界有数のこういうプロフェッショナルの軍隊に対してですよ。だから日戦経験のない自衛隊がどこどこ行ってったら的ですよね、的。本当ね、自衛隊員の人の命をね、みすみす危険にさらすというか、本当命ないと思うので、私は絶対行くべきじゃないと思います。いや、本当どう考えても護衛のしようないですよ。そう、米海軍がね、ビビって出撃拒否する程度には強いんですよ、革命防衛隊って。シャレにならないでしょ。もちろんね、正式軍と、イラン軍とはまた違う組織であって、要は、モサドみたいなもんなんですよ。特殊作戦部隊が中心なので、ちょっと違うんですけど、普通の正規軍の強さっていうのとはまたちょっと違うんですけれども、特にミサイルやドローンを操る能力とか、政治工作をする能力っていうのに長けてる、インテリジェンスにも非常に長けてるというふうに言われております。こんなのの前にね、のころこ現れたらね、みんなね、殺されてしまいますよね。はい。ただ、アメリカと違って、だからそこがおかしいんですけど、イランの人たちは今、割と門戸を開いてくれているので、だから交渉次第ではですね、ホルムズ海峡を通してやるって言ってるわけじゃないですか。こんなチャンスないんですよ。後で説明しますけど、こんなチャンスないので、今はね、なんとか交渉して通れるようにしてあげるべきだと思います。で、現状が今どうなってるかなんですけど、非常に意外な人物がレポートしていたので、ちょっと取り上げます。あんまり見たくない顔ですが。日本のタンカーなどもまだ多くがペルシャ湾内に取り残されたままです。その関係者にヒアリングしたという国民民主党の玉木代表は、今ペルシャ湾内で安全とかどこもないと。で停泊じゃなくてむしろドリフティングと言ってましたが、標的にされないように常にですね移動している、そういう運用を行っているのが実態だという話もありました。実際にペルシャ湾にいる船はどうなっているのでしょうか。私たちは今もペルシャ湾から出られずにいる UAE の石油タンカーの船長を取材。浮かび上がってきたのは過酷な現状です。みんなが家族のいる家に帰りたがっている。しかし私たちはどうすることもできない。何もできないのです。カプール船長の石油タンカーは現在ペルシャ湾の北側クウェートとイラク付近から動けずにいるといいます。私たちの周辺には100隻ほどの船があります。どの船も作業をしていません。今いる場所に待機しています。恐れているのはタンカーへの攻撃です。最近私たちのいる場所の近くで過去最悪の攻撃がありました。はい、ということでこの方の言っている過去最悪の攻撃っていうのが先ほどのね爆発のちょっと映像を流しませんがなんですけれども、アメリカ船籍のタンカーが沈められてしまって恐ろしい状況だというようなことが語られております。
まあなんかね、この人が出てくるのすごい意外だったんですけど、シンバさんのイスラエル人脈を使ったんですかね。中東の情報をどっから得てきたんだよという感じですが、まあこのようにですね、UAE のタンカーの方々とかがもう完全にそこにですね、釘付けにされてしまっていて、まあ革命防衛隊が恐ろしくて動けないというような状況になってしまってるので、もうこれは救出するしかないですよね。救出するしかないし、まあそのためにだからイランとできる限りの交渉を今すべきという段階に入っているのであって、それ以外に選択肢はないと思います。まあシンバさんはなんかイスラエル支持みたいなことをまた言ってたけれども、そんなことやってる場合じゃないですよ。だからできるだけ敵と思われないようにして、邦人保護なり、まあね、こういうタンカーの方々、を保護するしかないと思いますね。はい。いや、ほんと洋上にいる方のね、恐怖不安、想像だにできないですよ。で、まあ、機雷がすでに巻かれたのか、これからなのかもよくわからないし、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とこの状況がいつまで続くのかもわからないということをね、この UAE のタンカーの、船長の方は言ってらっしゃいます。本当になんとかしないといつ攻撃されるかわかんないですからね。はい。で、ただ、イランは、先ほどから言ってますけれども、扉を開いてくれてます。お膳立てしてくれてるんですよ。何しろ外相が荒口寛さんだからです。ホルムズ海峡をめぐり第三国と協議前向きということで、イランの荒口外相は15日放送の CBS テレビの番組でホルムズ海峡での船舶の安全な航行について協議を含む第三者との対話には前向きだと話したと。多くの国から打診を受けているとし、イラン攻撃を続けるトランプ政権が日本や中国、フランスなどにホルムズ海峡の安全確保のため艦隊派遣を求める中、揺さぶりをかけていると。いうことでですね、まあ、なんか私まただから、イランシンパだとか言われたら嫌なのですが、確かに、革命防衛隊恐ろしいですよ。恐ろしいです。連中ですけれども、荒口さんはですね、本当にすごいというかね、まあ、元この人駐日大使なんですけど、まあ、アメリカのインタビューとかでどういうことを言ってるかっていうのは、いくつかちょっとご紹介します。has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. はい。ちょっと英語わからない方はちょっとわからなかったかもしれないですけど、東日本大震災の時、岩手でサヘル・ローズさんと一緒に炊き出し等の支援をしてくれた元駐日イラン大使の荒口さんですが、NBC ニュースのインタビューで米軍による地上侵攻を恐れているかというふうにこの人が質問したんですね。まあ、米軍の割とリベラル寄りの、放送局の NBC に堂々と出演してですね、何を言うのかと思えば、いや、地上侵攻を恐れていないと、我々は彼らを待っているというですね。このニヤッとするのもすごいなと思うんですけど、だからわざわざアメリカの放送局に乗り込んできて、地上侵攻するならしてみろって言ったんですよ。絶対に勝てる自信があるからですよね。いやいやいや、怖いわ。だから、絶対勝てっこないんですよ。だから地形上ね、要はドローンとかミサイルの巣なんだから、あんなところに入り込んでったらね、みんなおしまいなんですから。で、まあ先ほどもね、コメントありましたけど、米軍でさえビビっていかないわけでしょ。だから護衛任務なんて無理なんですよ。ということをですね、このように分かりやすく伝えてくださってるんですね。で、まあ他のインタビューもすごいんですけど、There are at least 4 Americans being held at Evin Prison that we know, including a journalist, Reza Valizadeh, and Cameron Hekmati, a 61-year-old man. What is the status of those Americans? Are they safe? Well, if the U.S. and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe. はい。これもね、翻訳しますと、まあ、インタビュアーの人、こちら CBS のインタビューなんですけども、我々の国民はイランの刑務所に2人いるんだと、取り残されてるアメリカ人がいるんだと、人質だろうって、ね、イスラエルのように、無事なのかということを詰めたんですけれども、いや、あなたたちが刑務所を爆撃しないんだったら無事なんじゃないですかって答えたんですよね。
で、要はまあ当然の答えではありますけど、まあ米軍がね爆撃を続けるなら命の保証はないぞと言ったわけですよ。すごい人ですよね。CBS テレビに出てこれ堂々と言えるんですよ。しかもハメネイの肖像画までご丁寧に用意してですよ。だから、いや、この方ね、ほんと絶対ネタニヤフは殺したいって思ってるはずだから殺されないでほしいなと思ってるんですけれども、頑張ってほしいです。ただね、荒口さんがだから、窓口開けてくれてるタイミングって日本にとっては本当に、またとない好機だと思うんですよ。ちょっと不謹慎な話かもしれないですけど、まず日本とつながりある人なわけじゃないですか。だから、交渉する余地がある人なんだから、どう考えてもね、話聞いてくれそうな人なんだから、絶対話するべきですよ。はい。だから、ちゃんとね、日本の立場というものを示して、理解をね、してください、便宜を図ってくださいって言えば、革命防衛隊の人たちは知りませんけれども、今のね、文字ターバ体制がどうなってるか知りませんけど、荒口さんは多分許可してくれると思うので、まあ、そこからどうするかっていう話なんじゃないですかね。はい。そう、本当意思疎通を図るべきはアメリカじゃなくてイランなんですよ。そう、これを見ればわかるでしょ。小泉は反省しろっていう。はい。アメリカより荒口外相の方が話が通じるっていうね。そう。いやー、テヘランに正常期を立てても勝利したとは言えない戦争をやる動機は米軍にもないと。うん。少なくともそう、危うみをってくれてますからね。だからね、これ、まあ、何枚もなんか上手だっていうところをね、こう見せつけてるんですよね。すごい人ですよね。死なないでほしい。はい。米イスラエルが先制攻撃で穏健派の政権を殺害したからこそ、まあそうですね。絶対ね、イラン革命防衛隊を操れるような力があるわけじゃないですけれども、まずですね、米軍相手に強気以外の態度を取ることはおそらくこれでないと思いますので、はい。まあ、方針が確定してるから言えるわけですよね。はい。トランプがひどすぎてよその国がみんなまっとうに見えるっていうで、停戦についてですが、我々は交渉すら求めたことはありません。我々は必要な限り自国を防衛する用意があります。これが我々が今までこれまでやってきたことであり、トランプ大統領が勝利のない違法な戦争であるという結論に至るまで続けます。ご存知の通りトランプ大統領がさっき面白がってね、人を殺してるとか楽しんでいるみたいなことを言ってるのは事実です。船を沈め様々な場所を攻撃しているのはそれが楽しいからだというのです。国防長官は慈悲はないと言いました。これは実際に戦争犯罪であり、このような発言をすること自体が戦争犯罪だと言えますと。まあ同じく CBS で語ってらっしゃるんですがすごいっすよね。だからまあここまではっきりしてるわけですからやっぱり逆に言えばトランプのですね攻撃の違法性をちゃんと評価していやイランの皆さん私たちは敵意はありませんって言えば伝わると思うのでまだ荒口さんがね元気に表に出てくるうちにイスラエルはね暗殺しようと企んでるかもしれないのでですね早くするべきだと思います。はい。ちなみにこんな状況でもですね荒口さんねデモとかに参加したりとかしてるらしいんですけど大丈夫かという感じですがイスラエルによるテヘランの燃料貯蔵施設への爆撃が国際法違反でありエコサイド生態系破壊だ行為だと述べイラン首都の住民が長期の健康被害を受ける恐れがあると警告したとテヘランの民間人が、攻撃の長期的な影響に直面したとして戦争犯罪に関して処罰されるようだというふうにコメントもされているようです。素晴らしいですね。イスラエルの人たちよりよっぽど人権意識があると思います。はい。いやでも本当ね、こういう話の通じそうな人が窓口やってくれてるのは日本にとって非常に幸運なことだと思うので、革命防衛隊のね、人たちが下手になんかこれ、さらに強硬な態度に出てですね、荒口引っ込めみたいなこと言って、まあ、自分が表に出てきたりすると、またね、堅くなった態度になってしまう可能性もあるわけですから、まあ、とにかくね、今のうちに、交渉すべきだと思います。はい。いや、ほんとね、あまりにもね、トランプとネタニヤフが悪党すぎてですね、相対的に、イランの方が正義に見えてしまうんですけど、別にイランも正義の味方ではありませんので、そこは注意すべきだと思います。いやでも本当にイラク戦争以上の汚点ですよね。ここまでひどい戦争ないと思いますよ。だから米軍がひたすら恥かいてるようなもんですからね。
で、まあ、そんなトランプさんなんですが、イラン軍の攻撃めぐり、反介入主義のバンス副大統領との間に隙間風、哲学的な違いをトランプ大統領が認めるということで、なんかバンスさんがですね、今更ですけれども、そういう反転アンチ化したマガーの人たちの意見を受けてなのか、トランプを批判し始めているようでして、彼は哲学的には私と少し違っていたと言えるだろう。出撃については私よりもやや慎重だったはずだが、最終的には積極的に転じたということで、私はね、最初に言った通り反介入主義のですね、右翼ですからみたいなことを言っているそうです。そもそもバンスに哲学なんてあったのかピーター・ティールの受け入れじゃないのかという、感じですけれども、おそらくティールとかのテックフーゴーもね、さすがにイラン戦争には賛成してないような気がするので、パランティアの技術使ってんだけどね。このまま亀裂が入ってですね、共和党が分裂すりゃいいんじゃないかなと思います。というか、共和党を分裂しないとですね、中間選挙で片や民主党勝ったとしても、トランプを弾劾できないので、トランプをなんとか弾劾するためには共和党を割る必要があるんですよ。そこがね、アメリカの困難なところであるんですけれども、このまま3年間もトランプが居座ると冗談じゃないので、なんとかして中間選挙に追い出し、アメリカ人の人は頑張ってトランプを追い出してほしいなと思います。はい。もちろん荒口さん国際法とかね、コモンローとかいろんな、マルクス主義も勉強したことあるらしいんですけど、すごいですよね。いろんなことに精通されてるので、はい。当然ですね、トランプやバンスとはね、知識のレベルが違いますよね。だからミドルパワー諸国とかの連携で何とか解決するしかないですよ。で、今回はね、本当アメリカを批判してね、イラン側につくしかないですよ。私、だからしつこく言ってますけど、だから革命防衛隊とかハメネイでやってきたことは許せませんけど、それはまた別の問題ですよ。はい。彼らが新生攻撃したわけじゃないですからね。そう。権力、宗教、テック、帝国主義、資本主義、彼らは矛盾だらけ。バランティアン開発した技術は邪悪すぎるし、トランプはもともとアメリカが戦争しまくることを批判して人気を集めた。そうなんですよね。だから、アメリカは戦争しすぎだとね、バイデンは戦争屋だみたいなことを言っていたにもかかわらず、自分が戦争屋になってしまうというですね。はい。結局、イスラエルに従うというのはそういうことなので、はい。分かってなかったんだろうなと思います。で、最後にですね、ちょっと、次日本の話行くんですけど、アメリカのですね、民主主義指数がだだ下がりしているというお話をちょっと最後に紹介したいと思うんですが、スウェーデンの独立調査機関 VDEM が、17日年次報告書民主主義リポート2026を発表しました。25年の米国の自由民主主義指数が 0.57 で24年の 0.79 から急落しました。1年間の落ち幅はジョージ・ワシントンが初代大統領に就いた1789年以来最大。トランプの権限強化により立法府司法によるチェック&バランスが悪化し、表現の自由の水準が戦後最低水準になったと。世界の国々を自由民主主義、選挙民主主義、選挙権威主義、閉鎖権威主義に4分類した場合、もはや自由民主主義国家ではなくて選挙民主主義国家であるとちなみに日本は一応自由民主主義国家だそうですはい。いやー、もはや民主主義でさえなくなってしまったたった1年でこのグラフの下がり具合すごいですよね。こんな滝みたいなグラフあんのかっていう感じですけど、VDEM の指標によりますと、1940年代から50年代、トランプが戻りたいって言ってるような、時代ですかね。あれぐらいの水準まで自由主義指数が下がってるんで、マッカーシズム、赤狩りとかのやっぱ時代に近いんですかね。アイスがやってることとか考えると、それそうだろうなという気はするんですけれども、はい。米国の自由民主主義の明日はどっちだという感じでございますそもそもピーター・ティールとかね、イーロン・マスクからしてね、自由主義なんていらん、民主主義は邪魔だみたいなこと言ってる人ですからね。こうなることは目に見えてはいたんですけど、そうですね。単に右派に無批判な人たちとか、強烈なシンパだけのね、支持頼みになってますよね。いやー、でも、
でもなんかアメリカなんとなくというか、オバマまではね、ギリギリうまくやってきたような気がするんですけど、まあ確かにオバマさんで格差を広げたりとか悪いこともいろいろしたので、まあ今に繋がってるっちゃ繋がってるんですけど、それにしてもこの急落ぶりはないだろって感じですよね。どんだけ脆弱だったんだよ、システムがよっていう。まあ、特に司法周りがすごく脆弱であったことが露呈しちゃいましたよね。あんな簡単に裁判所がおかしくなるとはねアメリカの三権分立ダメじゃんっていうのがですね、世界中に知れ渡ってしまったので、まあなかなか立ち直りは難しいだろうなと思います。裁判所の人たち、トランプがいなくなってもいなくならないですからね、彼らね。なんだっけ、終身なので。これは人権侵害しまくってるし、アメリカからリベラルデモクラシーを抜かしたら温暖なロシアじゃないかね。あったかいだけのロシア。いや、そうなんですよね。ほんとロシアと変わらないんですよ。そう、まあ実際赤狩りしてるしね。いやでも本当ね、なんかね、日本に暮らしてるとすごい日本の方が悪い国に感じる、それでも感じちゃうところはあるんですけど、やっぱり民主主義指数で見ると日本の方がマシなんですよね。多分裁判所がまだなんとか生きてるからじゃないかと思うんですけどね。まあそれも日本も最近怪しくなってますけど、はい。まあ裁判所のね、人たちはね、心ある人たちはすごく頑張ってると思うし、今後も頑張ってほしいです。あと日本弁護士会の皆さんも頑張ってほしいです。はい。他にも悪い大統領はいましたが、トランプは史上最悪。いやー、ニクソンを超えるかもしれないですね。まあ、ベトナムの時のニクソンがまあ一番ひどいと言われてたんですけれども、ある意味ベトナム戦争よりひどいことしてますからね。福祉国家が民主主義は比較的に安定し、資本主義の権下の米国が全体主義、反民主主義に突き進んでいる。まあ、資本主義の失敗ですよね、本当にこれ。いかにネオリベラリズムがね、クソ思想であったかというのが、まあ、実質的に証明されたと思います。格差を放置しておくと全体主義化するというのがですね、みんな中国みたいになってしまうというのが、分かったと思いますので、まあ、これを機会にですね、なんか、アメリカも、マムダニさんとかの言うことを聞いて、社民主義的な方向に舵を引いてほしいなと思います。いや、ほんとハイエクが言うこと何もかも間違ってましたね。はい。そうですね。日本の次第高裁にね、まだ良心的な人たちたくさんいますからね。もちろん、憲法審査会みたいな、憲法審査みたいなこと全然してくれないから、そこは大変不満ですけど、はい。ということで、まずはアメリカのイラン戦争に関するアメリカの話でした。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。やっぱ社民主義大事よっていうことですね。はい、ということで、日本の、イラン戦争に対する対応をちょっと見ていきたいと思います。通知を取りました。イランは石油を買ってほしいという要請を各国に送りますが、戦勝国であるイギリスが関わっていることから、どの国もどの会社もそれに応えませんでした。ところがイギリスのこのやり方に憤った出光佐三さんは、イランに日照丸を向かせました。イラン経済が干上がる寸前に日照丸はイギリスの包囲網をかいくぐり、イランに到着。ガソリンと軽油を大量に買い付けました。当時イラン国民は日照丸を大歓迎で迎えたそうです。敗戦で自信を失っていた日本国民も戦勝国イギリスを敵に回してのこの出来事に強く勇気づけられたそうです。またイランも日本のこの勇敢な行動に終始感謝を忘れなかったといいます。近年であればイランの荒口外相はかつて駐日本イラン大使であられました。震災の中で各国大使が日本を離れる中、日本に残り続けて炊き出しのボランティアを行ってくださったということも記録知られております。荒口外相は当時困った時に助けられるのが本当の友人だとその後の取材に応じておられました。こうして日本と独自の歴史を築いてきた我が国が現在の世界情勢において果たすべき役割は大きいと思われます。しかし残念ながら外交安全保障をテーマとした集中審議は一度も開かれませんでした。立法府として混迷を極める世界情勢の中で日本の舵取りをどう進めていくのかと、本来であればもっと充実した審議が必要だったと思います。これも審議時間が足らない理由です。はい、ということで一部引用しましたが、
私があんまり好きじゃない元公明党の伊佐真一さんなんですけれども、これはなかなかの確かに名演説だったと思います。出光興産のね、有名なエピソードなんですけど、西尾丸っていう船をですね、当時イランが苦しかった時に、日本が唯一、送ったんですよ。で、それからですね、イランと独自の日本って関係が、築かれてきまして、イランがね、革命が起きて政権交代したりしても、それは変わらなかったわけですね。で、高市さんが横暴なね、国会運営をしたもんだから集中審議をする時間もなかったし、立法府として混迷を極める世界情勢の中で日本の舵取りをどう進めていくのかっていうのをちゃんと国会で審議すべきだっただろうと、民主主義国家だろう、我々はというですね、当たり前の話なんですけれども、これを中道の伊佐さんぐらいしか言う人がいないというのがですね、なんともやーという話でございます。はい。自民党の人たちはなんかスパイとかどうとかヤジ飛ばしてる場合じゃなかったでしょ。本当に。300人もいて何をしているのかという話ですよね。はい。この出光をモデルに小説、海賊と呼ばれた、そっか、出光さんがモデルだった。役田直樹は今何を思っているのか。さすがになんか日本首相の人と、あれなんだっけ、島田洋一だっけ、あの人もドン引きして、さすがに自衛隊派遣は無理だろみたいなこと言ってましたけどね。はい。いや、本当にね、結局高市さんのこういう国会運営がね、ここに来て響いてくるわけですよね。だからね、ちゃんと審議しなきゃダメだってみんな言ってたのに、無視したからですよね。はい。ということで、高市さんの次に問題なこの人なんですけど、小泉さんが自衛隊派遣は今のところ考えてないとコメントしました。遅いよっていう話ですが、当たり前だろうという、話なんですけど、この人多分ね、誰も止めなかったらですね、この 82% みたいな結果が出てなかったら、おそらくね、派遣する気満々だったと思うんですよ。だけど、ここまでひどい結果が出た翌日ですよ。翌日に、参院予算委員会でですね、トランプが日本を含む関係各国にホルムズ海峡を通過する船舶護衛の協力に期待感を示していることに関連し、現時点で考えてませんというふうにコメントして、海上警備行動を発令することを考えておりますみたいなことを言ってるんですけど、本当余計なこと言わないでほしいですね。少し黙っててください。はい。で、小泉を見るに見かれたのか、なんと小林孝之はね、慎重な派みたいなことを言い出しまして、ホルムズ海峡に艦船を派遣するのは紛争下で大変ハードルが高いと、ですね、日曜討論で言いました。法理上可能性を排除しませんが、紛争が続いている状況では慎重に判断すべきであり、非常にハードルが高いと。この非常にハードルが高いということが、ベリーハイヤーと、ですね、翻訳されて、日本のですね、政調会長である小林が、ですね、非常に自衛隊派遣のハードルが高いと言ったぞということで、アルジャジーラなどが報じてくれたので、海外の人がね、日本はやっぱハードルが高いって言ってるわ。日本はハードルが高いって言ってるから派遣しないんじゃないかみたいな感じになってきてくれているので、これの発言をしたこと自体は良かったと思います。遅いけどね。遅いけど。さすがに小泉とね、高市があまりに危険なのでやばいなって思ったんでしょうね。というか他の人も声上げてよっていう感じなんですが、石破さんとかは批判してますけどね。はい。いやでも高市さん激推しだった人たちはね、どういう態度を取るんでしょうね。これで。自民党としては少なくともね、少しずつ慎重にはなってくれてると思うんですけど、はい。この人に対してしゃしゃり出てくんだが暴言になる世界ですから、いや、小泉は本当にしゃしゃり出てくるべきじゃないでしょ。首相でもないし、本当に。家庭の話だなんだのとへりくつをこねていた結果がこれだよというですね。いやでも本当 82% 反対は聞いたと思いますよ、本当に。だってここまでなんか自民党がね、おっかなびっくりもの言ってるの久しぶりじゃないですか。今まですごい強気だったのに。で、高市さん本人なんですけれども、イラン攻撃の法的強化に高市首相は日米首脳会談で議論しませんということをとりあえず言いました。米国とイスラエルによるイラン攻撃の法的強化については議論しない考えを示した。米国とおよびイスラエルの攻撃に関する国際法上の評価について各国の立場は様々であり、専門家の間も含め様々な議論が行われているので、詳細な事実関係を十分把握する立場にないことから、確定的な法的評価は行っていないと。もう
だってね、何週間経ちました？ 2 週間経ってるでしょ？ 2 週間経ってもまだわかんないの？明らかに違法だろ。国際法上違法ですよ。国連の人権専門家の人とか、国際法専門家の人たちとかみんな違法だって言ってるんで、高市さんも違法だと言ってください。はい。お願いします。まあそうなんですけれども、まあ高市首相周辺はですね、完全派遣を拒否という、まあ海外報道が先ほどの、まあ小林発言をきっかけに広がったことを受けて、海外報道を火消しして回っているそうでございます。日米首脳会談でどう対峙するのか、トランプ大統領が他国に対しホルムズ海峡の艦船派遣を、期待していることに高市首相は16日、米側から要請が来ていないとして一切決めていないと話し、海外には日本側が拒否と伝わっており、政府が否決に追われる事態になっているということで、まあ、高市さんはですね、検討しています。決めておりません。何かできるかなと思っておりますみたいな曖昧な答弁をですね、彼女らしくなくもしたんですけれども、まあ海外にはですね、日本側が拒否しているのではないかというニュアンスで伝わりまして、まあ私たち日本の人の感覚から言うと高市さんはやりたがってるだろっていう感じなんですけれども、海外の人には伝わんないんで、まあ小林さんとね、小泉さんの発言を総合すると、まあ拒否ってるだろっていう、まあ当然ですけれどもね、いうふうに海外では解釈されているようですが、まあSNS では拒否のニュアンスで伝えられてしまったので、木原官房長官が、米側から具体的な派遣要請があるわけではないし、拒否と伝わっていることに関しては政府の見解とは必ずしも一致しているものではないと火消しに回っているといういや、火消ししなくていいでしょ。あなた方が燃やそうとしているものをですね、みんな水かけてくれてるんですよ。水を遮断しないでください。それ火事を燃やそうとしてるのはあなた方の方だから。っていう話なんですけどね。はい。いや、ほんとそこ批判しろよって感じですよね。いやでも小泉さんほんとなんかネトウヨ政治家として覚醒しちゃいましたよね。なんかほんとなんだろう高市さんよりだってある意味強硬なところあるじゃないですか最近。だからなんかね、ずっと共産党さんとで左翼の悪口ばっかり言ってますしね。ひどいなと思います。個々の事情を総合的にうんたらかったら、米国とイスラエルなんてそもそも違反しまくりじゃないか。高市さんなぜ肝心なことは何も知らないのか。パパさんこからすです。とりあえず海外派遣の実績は作りたいという政治の意向。議論するまでもなく国際法違反だろ。アルジャジーラをチャンネル登録はしているものを見られてないので、アルジャジーラいいですよ。はい、英語ですけどね。サンセットバスターさんこからすです。これでも高市はレバーシを無視してアドリブに勝手に派兵の約束を取り付ける気なのだ。いや、そうだったら本当日本滅亡ですよ、マジで。いやーまあ、その日本を滅亡したいというですね、とんでもないことを言い出している人がいます。そんな奴がいるのかという感じですが、はい、産経新聞ですね。ホルムズ海峡、首相は海事派遣の決断を謝絶。高市早苗首相はホルムズ海峡でのタンカー護衛に海上自衛隊の派遣を決断すべきである。出落ちでしょ。何言ってんの産経新聞。イランはホルムズ海峡の自由な通行を阻む姿勢を示しており、うんたらかんたら。事態の沈静化に外交努力も欠かせない。だがそれでもタンカーの、ホルムズ海峡通行は欠かせないので、機雷の脅威は大きくないようである。船舶護衛でタンカー航行は実現できようみたいなことを言っております。これに勝てると思ってんの？これに勝てると、革命防衛隊に勝てるということですか？革命防衛隊に。アメリカがビビって逃げ出すレベルのね、こういう非対称戦闘のプロに対して、自衛隊が突っ込んでって、機雷の脅威をですね、完全に、だって、音もなく深海から一気に上昇できる機雷ですよ。それが無数に敷設されてる可能性がある海域をですよ。自衛官の人たちの護衛でですね、みんな行けって言うんですかね。すごいですね。いやー、すごいとしか言いようがない。でも、この人たちって本当になんか自衛隊の人たちを危険にさらすしたいんですね。多分これで自衛官の方々が亡くなってくれれば、まあ、ほれ見たことかみたいな感じで改憲議論に持っていきたいっていう思惑があるんじゃないかと疑いますけれども、
何を言っているんだ、こいつら。本当に。新聞やめろやっていう、感じでございますね。日本にとって米国を非難することは差し障りのあることなので、いや、それにしてもひどいですよね、これは。これはないよ。産経報道機関殴るのをやめろ。おー。産経ここまで落ちたのか、元からひどかったけど、さらにそこがあったのかって。そもそも勝利を定義できない。これはただの売国新聞ではないか。アルジャジーラはライブでずっとニュース配信している各地にリポーターがいて、そう、それぞれのね、キャスターもゲストもいますし、まあ中東一のやっぱりね、メディアですからね。自衛官の人たちが世界最強だと本気で思っている日本すごい系動画みたいな。いや。それにしても敵を知らなさすぎでしょ。自衛隊の太刀打ちできる相手じゃないんだってば。産経新聞があまりにもガサツな社説を出しているので驚きました。これは右とか左とかいう問題ではございません。そもそも論旨として成り立っていません。第一に外交ポジションの問題を無視しています。中国向けタンカーが通過しているから、これは事実です。中国向けのタンカーは通過させてます。中国はそもそも、イランの仲間同盟国です。はい。第二に軍事的エスカレーションのリスクを、軽視しています。社説は嫌いの脅威は大きくないようだなといい加減な憶測が述べられていますが、仮に脅威がないものであれば、そもそも護衛の必要自体がありません。第3にエネルギー安全保障の議論があまりに短絡的です。確かに日本のエネルギーは中東に大きく依存していますが、200日以降の石油備蓄があり、調達ルートも完全に一つではありません。まあこれに関しては詳しく述べますが、まあ確かに今なんとか代替でね、どっかから持ってこようみたいな話をしているわけです。第4に、まあ名誉ある地位という抽象概念を無理やりに安全保障と紐付けている箇所がありまして、まあ、ここもすごいんですけれども、あれどこに書いてあったっけ、これだ。日本が尻込みし、韓国や中国など他の国々の海軍が護衛すればどうなるか、日本は憲法を要請している国際社会で名誉ある地位を失うという。憲法全文を変な解釈するのやめてもらっていいですか、これ。国際社会で平和的に積極的平和主義を推進することで名誉ある地位を我々は得たいと思うって全文に書いてあるじゃないですか。何を言っているんだ、産経新聞は。国際社会で名誉ある地位を失うと、確かにまあ派遣したら失うと思うんですけど、まあ産経新聞が言ってるのとは別の意味でですよね。はい。名誉の問題で置き換えるのは感情に訴えるただのレトリックです。外交の選択肢を阻める議論になっています。外交には様々な関与な形があり、海上監視など様々な関与方法もあるので、戦闘艦隊の保険だけが、同盟貢献ではございません。この記事は本当にひどい。産経も落ちぶれたものですね、と。まあ、大体こんな感じでボロクソに書かれてるのがですね、まあ救いではあるんですけど、X でさえね、まあ産経ニュースに賛同する人がほとんどいない、ケチョンケチョンの状態にあります。はい。さすがにこの社説はまずかったんじゃないですかね。未だ消してないですけど、右翼の人でも誰も賛同してないですね。そりゃそうやろっていう感じで、まあ賛同者がいないことだけは良かったなと思います。ゴーブニさん、コンカラスです。ワンピースシーズン2が始まりましたが、物語の中に他国による解放と称した軍事行動に対する批判がなされており、信頼できそうな作りだなと思いました。そうですね。すいません。ちょっと私まだ見てないですけど、ワンピースはね、おそらくアラバスタ編とかもちゃんとね、ポリティカルコレクトネスに即した内容になってると思うので、楽しみですね。トランプとイスラエルがやらかした無駄な戦争に勝たしても何の得もないと思いますが、海外派兵の実績を作るべきだと堂々と世界に向けて発信したらいいんじゃないのかって。いや、本当にそれが言いたいだけなんでしょうね。海外に派兵したくて仕方ないんですよ、この人たちは。でもエネルギーの調達先がそもそもね、死活問題なんだから、もうイランに頭下げるしかないでしょ、今回は。なんか斉藤元彦を批判するときだけ別人になりますよね、産経新聞。なんでそこだけちゃんとしてるんでしょうね。憲法のねじくれ解釈は奔放の伝統。なぜ本当に愛国者の方は日本を破壊したがるのか。名誉で自衛隊を殺さないでくれんね。あったくですよ。自衛官の人たちの命を守るべきです。ガッタンさん、まゆちゃんさん、コンカラスです。ネトウヨの同人誌。憲法違反を行うべきと報道機関が言うとは戦争扇動としか思えない。いや、でもほんと戦前になんか新聞が戦争扇動したってこんな感じだったんだろうなって思いますよね。こういう、勇ましい論調でなんかね、ビューを稼ぐみたいなことをやったんでしょうね。いや、確かにビューは稼げてるかもしれないけど、話にならないんだわ。本当に。
神谷宗平でさえ一応批判してますからね。まあ、とんでもないんですけれども、まあ、そんなとんでもないのに同調する人もいまして、いまだにリベラルの人は日本はトランプに非難攻撃の問題点、国際法違反とかを毅然と指摘すべき、明確に反対しているスペインを見習えとか言ってるけど、スペインと日本の置かれている立場を無視しちゃダメだと思う。理想論も大事だけど、外交ではリアリティの方が大事ではないのかという。まあなんか霊障系の人が言いそうなことを全部詰め込んでますけれども、140字に、慶應義塾大学の、岸博之さんですけど、ものが言えるか言えないかは属国か独立国家の違いだろうし、この問題にリベラルとか関係なくありませんかすごい一言でぶっ放してしまってますけれどもこの四方源太郎さん、綾部市長、自民党ですからね。自民党。まあ、もともとね、こういう歯に着せない物言いする方でですね、私も割とね、この人自民党なのに結構面白いなと思って見てた人なんですけど、もともとですね、京都府議会議員でして、まあ、今回ですね、綾部市長におなりになられた方です。はい。自民党員からここまで言われるって相当だよね。属国か独立国家の違いを言ってるだけだろう、お前はみたいなことをですね、ドストレートに言われるって、すごいなと思いますけど、まあ、テレビに出てくる御用学者の人たちって大体こんなレベルなんですよね、日本って。まあ、これが本当日本の最大の不幸だなと思いますね。はい。保守ぞ国際法、日本の憲法、法律を遵守する論陣を張ってほしいですけどね。神谷宗平もさすがに自衛隊を送るべきじゃないって言ったらしいですよ。まあ彼らはね、ポピュリストだからまあ空気を読んでるだけなんでしょうけど、EU は稼げても賛同は稼げなかったですね。スペインの方が厳しいし、軍隊弱いぞ。岸久しぶりに見たわ。エアキャット作考カラス、プラントディプレッション作考カラスです。芸術点高いです。芸術点高い。岸さんのツイートが奔放におけるリアリズム解像度と。ですね。そうですね。ヘイターのアビル・ルイさんっていう人が編集部長やってるのが産経新聞ですからね。いやーもう産経系の人たちはもうテレビとか出なくていいですよ。無駄だからっていう。ただね、まあ、今回世論、まあ、メディアはそれなりに頑張ってるというか、あんまりこういう岸さんみたいなね、とんでも意見を出さなかったのは良かったと思います。まあ、それは経済界の意向も働いてんじゃないかと思うんですけど、まあ、やばいのはね、ガソリンとかもそうですけど、やっぱりナフサの話ですよね、ということで、サンデーモーニングが取り上げてるので、ちょっと動画見ていただきたいと思います。備蓄があるガソリンよりも深刻な影響を及ぼしかねないのがナフサです。このナフサは原油を蒸留分離して作られるものです。でこのナフサからエチレンやプロピレンなど石油化学の基礎製品が生まれて、さらにプラスチックや合成繊維、合成ゴム、合成洗剤、塗料など生活の身近な製品になります。政府は石油の備蓄については254日分あるとしていまして、木原官房長官は直ちに影響が生じることはないと説明しています。一方、ナフサの在庫は資源エネルギー庁の石油統計速報をもとに試算するとおよそ14日分しかありません。では備蓄している原油からナフサを作ればいいのではと思いますが、ナフサを作るために原油を生成すると灯油や軽油なども同時にできてしまうので、保管場所の問題などから単純にナフサだけを増やすのは難しいということなんです。はい、ということで、まあ、経済とかね、物流の関係のことやってる方は基地の話だと思いますが、ナフサの在庫が本当にやばいみたいです。2週間分しかないことが判明したと。マジかっていう感じなんですけど、国内石油化学業界ではナフサ分解路エチレン設備の稼働を一部停止したり、減産を今開始してます。先ほどの出光もやってますね。原料となる中東産ナフサの調達難により設備の稼働を引き下げる対策が広がる中、一部企業では操業停止を計画していることも分かったということで、
なんで石油200何十日あんのになんで突然ナフサっていうもんがなくなるのっていう話なんですけど、まあこれね、なんだろう。ガソリンが使ったことある人とかなら分かってる話だと思うんですけど、一応説明すると、石油って、重油、まあそのまんまでは使えないんで、精製しなきゃいけないんですよ。で、まあ一番重いのが重油、まあ、ですね、蒸発する、温度ごとにですね、いろんな物質に分けられるんですね。で、重油、軽油、灯油、ガソリン、ナフサ、石油ガスっていうような、まあ順番になるんですけど、この時にね、作られるのがナフサっていう物質で、まあ、プラスチックとかの原料になるんですよね。だから、まあ、周りにプラスチックのビニール袋とかね、ああいうポリ、系のね、製品って溢れてるじゃないですか。サランラップとか。ああいうの溢れてると思うんですけど、大体そういうものってナフサからできているので、在庫できないんですよ。すぐ揮発するし、扱いづらいから、まあ、あんま在庫してないし、在庫できないと、いう性質のものでして、だから船の重油とか、トラックの軽油とかは大量に備蓄できても、ナフサをね、備蓄するの難しいので、どうやってこれ生成したらいいだろうって、生成したら、まあ、重油とかはね、大量に余ってしまうし、保管場所もないし、まあ、ナフサ、ガソリンはね、揮発するから扱いづらいし、みたいなですね。まあ、普段こういう風に、普段は、中東からこうやっていきなりバツッとエネルギー供給が途切れるという事態自体が起こり得ないのと想定されているので、まあ、うまいこと回しているんですけれども、もう今はですね、減産するしかないっていうような状況になってるわけですね。3月下旬までの予想で在庫20日が底をつき、エチレン設備が一部停止、三菱ケミカル、三井化学、旭化成などでおそらく稼働率が低下、ポリエチレン、ポリプロピレンが減産し、食品包装などができなくなるし、自動車部品にも波及する。政府は全力で原油消費シフトを進めているが、封鎖長期化で限界が来る。っていうことでですね、早期に事態が打開されない限り、まあ、ナフサ不足で日本の物流とか工業が積むという可能性が出てきました。はい。前内さん、ここからです。宮里悦子さんが自民党の高い位置から距離を置いている議員をリストアップされているのに、今ファックスを置いたところです。ありがとうございます。そうなんだ。ありがとうございます。後でチェックしておきます。ですね。まあさすがに日本人を脅かすことだから産経以外のメディアおかしくなってます。まあこういうことでないとね、ちゃんと報道しないのがね、どうかと思いますけど、さすがにね、これはまあ経済界そのものを脅かしてる事態なので、はい、皆さんちゃんと報道してますね。ナフサ不足は医療現場にも大打撃を与えるはずなので、本当に待ったなしですし、一番弱い人から命を落とします。そうなんですよね。だから、医療器具とかにも大量に使われてるの原材料なので、だからその辺が止まってしまうとね、本当に困るんですよね。だから原油があればいいっていう問題じゃないんですよ。はい。だからね、いや、アラスカからっていう話を今ちょっと後で紹介しますけど、出てるけど、まあ今更ですけど石油ってすごいですよね。ありとあらゆるものに使えるわけですから、まあなかなかね、地球の温暖化の対策のためには石油を手放すべきだと言われているけども、まあなかなかみんな人類が手放せないっていうのもわかりますよね。この利便性というか。はい。経済界には事態を早期に打開する十分な動機があるということですね。いや、ほんと高い位置を下ろしてほしいですね。あなた方の力で何とかしなさいよ、経団で。たまにいいことしてください。意地悪な質問やら。キナリュウさん、こんからです。アスファルトも石油だから道路直せなくなるんじゃないかということで、そうですね。一番下、このアスファルトですけども、アスファルトはね、重油と一緒にできる物質なんで、とりあえず、大丈夫じゃないかとは思います。ただ、ナフサとかね、ガソリンはもう揮発するから、ガソリン扱ったことある人だったらわかると思うんですけど、その辺に撒いたらですね、蒸発してね、ポカーンと爆発したりするんですよ。非常に危険な物質なんで、はい、沸点低いですからね。ナフサ高騰で医療コストが上がるとあなたの保険料が上がる。いや、そこまで言ったら下道すぎるでしょうね。そう、アスファルトも無関係ではないですね。いや、ほんとプラスチックは地獄ですよね。
三菱、三井、旭化成って自民党の味方である旧体以前の既得権益企業じゃないか、高市はどこに迷惑かけてるのかということでですね。いや、まさかこんな形で自民党から殴られると思わなかったんじゃないですかね。何をやっとるんだって、まあ怒ってくれてることを祈りますけどね。また、あと我々ね、家庭を直撃することで言うと、やはり電気代もやばいって言われてます。家庭向け電気代は液化天然ガス NNG をとか石炭をですね、燃料として使っておりますので、液化天然ガスが今止まってるんですよ。まあこれもカタールとかから来てるんですけれども、なのでですね、夏以降に電気代が爆上がりするのではないかという不安が、広がっております。ね、これちょっと AI 生成らしいんですけど、ホルムズ海峡封鎖1年で東京と大阪がどうなるかシミュレーションしましたという方がいらっしゃいました。ガソリン、軽油、重油燃料、重油などがまず高騰し、政府は備蓄放出を始める。まあこれが今第一段階ですよね。だから今はまあガソリンのことばっかり言われてると思うんですよ。で、次は、4月中旬から6月頃までは量より配分の問題になると。代替原油の品質差、船舶、船原不足、保険、港湾処理能力などがボトルネックとなり、先ほど指摘あったようにですね、医療、消防、発電、基幹物流、食料などの重要なものだけが優先されるようになり、まあ、レジャーとかですね、低産店舗、不要不急の移動などは、やめましょうみたいなことが、まあ、コロナ禍みたいなことが行われるのではないかと言われます。あと、ナフサ不足が本格的に、まあ、消えて、詰め替えパウチとかがなくなっていくのではないかと。で、LNG 火力と都市ガスがどんどんじわじわ苦しくなり、夏のピークに節電要請、商業施設の照度低下、営業時間短縮、公共施設の空調抑制、などが出るであろうと。さすがに計画停電まで、まあ、実施するかどうかは微妙なんですけれども、まあ、イラン情勢次第っていうところですよね。というか、ホルムズ海峡を通れるか次第なんですよ。だから、7、9月まで通れないみたいなことになると、まあ、24時間営業がなくなったりとか、オフィスビルの空調が、まあ、恒常的に制限される、データセンターや半導体関連で保守物材、冷却コストなどが急上昇する、建築資材、内装材、樹脂材の不足で工期が遅延するなどなどですね。はい。まあ、6ヶ月から1年まで続くと、もうありとあらゆるところで値上げが起きて、我々の生活自体が崩壊するのではないかというような懸念まで出ております。都市は突然死ぬというよりも、慢性的な機能低下で苦しむことになりそうです。ショッキングな強奪や飢餓が起きるとかよりは、じわじわと家庭と中小企業を削り続けるでしょうと。で、他国から輸入の代替先をアジア全体で今探していてまだ見つかっていません。世界の海上ナフサの 37% がホルムズを通っており、アルジアの海上ナフサ輸入の 80% が中東依存。まあこれざっくりした試算らしいんですけれども、まあサプライチェーンの再構築には年単位にかかりますので、まあ仮にですね、シンガポールとかインドネシアが開通したとしても、まあまだ大丈夫とはとてもじゃないけど言える状態じゃないし、特に台湾、韓国、日本は苦しいですよね。中東依存が大きいので。はい、という状況ですね。石油からプラスチックができるの考えたら不思議な話なんですけれどもね、本当古代生物っていうか日本のそういう日本のというか世界のね、そういう古代資源を使っちゃってるっていう問題がありますよね。だからそれをやっぱりちゃんと解決してなかったというところだし、まあ原発そうですね、ここぞとばかりに推進してくるでしょうね、右の人たちは多分夏頃になったらそうはさせるかという感じだけど、でも原発間に合わないと思いますよ。大急ぎで再稼働しても今準備できてんのって確か、3、4個くらいじゃなかったでしたっけ。全然そんなもんじゃ穴埋めできないからちなみに AI 生成はですね、電気消費量が大きいので、はい。この人はまあ正しい使い方してるとは思うけど、画像生成はやめましょう。全国規模で計画停電をしなければならなくなるのだろうか。熱中症によってまたパンデミックになるかもしれないのかというですね。いや、ほんといろんな懸念が出てきますよね。まあもちろんね、あまり脅かしてもしょうがないし、イランとちゃんと交渉できれば解決できる話なんですが、まあとりあえずですね、高市政権で多分、大体一番仕事できるのではないかという赤澤さんがまあ動いてくれてます。原油確保やアジア各国共同ということで、日米両政府が共催し、インド太平洋地域のエネルギー安全保障を議論するイベントがあったんですけど、まあこれおそらくね、もともとアメリカ主催だから、もともとイベントとして
設定されてたんだと思うんですけど、アジア中心にインドネシア、タイといった18カ国の首脳や閣僚がですね、ちゃんと参加しました。まあ、高市さんはね、ちょっと中東の会議に欠席しちゃったみたいなんですけど、まあ、とりあえず何とかして協力し合おうと。まあ、ベトナムとかの方がね、日本のエネルギー危機はね、日本よりもやばいというふうに言われてまして、融通してくれる可能性は低いと思うんですけれども、まあ、インドネシアとかはね、割とそのイラン側からしたらね、イスラム教国なんで、まあ、もし日本が最悪通してもらえないとした場合、インドネシアとかシンガポール経由でですね、転売してもらうっていうまあ、最後の手段ですけど、もうできるわけですよね。なので、そういう融通の仕方をしてもらえないかっていうことを今から議論しとくのは有意義じゃないかなと思います。まあ、とりあえずですね、周辺諸国と仲良くするしかありません。はい。玉五郎さん、コンカラスです。ガスなくなったら火葬場で焼けなくなりすって塗装が復活しそう。その時参政党は何て言うのかな。岸田政権から再稼働を進めてるが、審査が長期化してます。まあ、そりゃね、反対運動してますからね。いや、でも土木系やられたりしたらまずいですよね。そう、インフラが直せなくなりますからね。はい。ガス管とかは本当に危険だと思います。はい。そして、高市さんがですね、先ほど出たスクープなんですけど、何を言ってらっしゃるかというと、米国産原油の輸入を拡大しましょうということで、トランプ氏に首脳会談でこれを言うつもりらしいです。いやまあ、反対もしにくいけど賛成もしにくいな、これは。アメリカが悪いんですよ、だって。アメリカが悪いのにアメリカのめっちゃ高い原油買うのっていう、まあ話なんですけども、まあトランプはですね、各国に米国産原油の売り込みを図っておりまして、日米首脳会談でも、まあエネルギー問題が議題となると思いますので、まあ昨年2月の首脳会談でもうすでに石破の時かな、米国から液化天然ガス LNG の輸入を拡大することでは合意しておりますので、まあ今回ね、ちょっと油がないので、ちょっと融通してもらえませんかといういくらで買わされるんだこれっていう感じなんですけども、武器買わなくていいからとりあえず原油っていう話だったらまだあれですけれども、武器も買わなきゃいけないんでしょ。勘弁してよっていう話ですね。なんで戦争犯罪を起こして世界中でエネルギー危機を招いている相手から原油を買わなければならないのかというちょっと理不尽極まりない話なんですけれども、高市さんこれは約束しちゃうのではないかと思います。はい。で、まあ、当然の話ではあるんですけど、イラン戦争の最大の経済的受益者はアメリカの石油会社であると言われております。今の原油価格が年内続くと10兆円以上利益が出るそうです。もっと原油価格が上がればもっと上がるでしょうし、まあ日本がね、ちょっと高めの値段で買いますよみたいなことになったらもっと稼げると思いますね。すごいね。まあ戦争を仕掛けといてね、人を殺しといて、まああえて小学生殺しておいてですね、原油で10兆円儲けるというですね、いい商売してますね。いや、こういうの死の商人って言うんじゃないですかね。絶対買いたくないけど、多分高市さんは買ってしまうのではないかと思います。戦争を始めた国だからタダでよこせや。タダで石油よこせって言ってほしい。高市さんを犬に例えるのは犬に失礼。それはそうですね。高市さんに例えてしまってすいませんでした。いえいえ。まあそうですね。犬とか猫に例えるのはやめましょう。はい。いや、本当によっていう。少しは日本のね、右翼的な言い方で言うと国益というものを考えていただきたいですね。これアメリカの利益にしかなってないじゃないですか。いや、アメリカと原油買うよりイランと交渉した方がいいですよ、本当に。だから、いや、本当そうですよ。だから、はっきり言っても、だからアメリカを袖にして、荒口さんに頭下げて土下座してでもいいから、いや、ごめんなさいよ、荒口さん、私が悪かったと。とにかく買わせてくれって、原油がないんだっていう話をしなきゃいけないんですよ、本当は。もう、本当にもう、
ということで、従属の大将の不正、友人さんですが、タンカー護衛のためのホルムズ海峡の自衛隊派遣は法的に可能かどうか以前に能力的に厳しいのでやらないと思います。私が懸念しているのは、高市首相が今度のトランプ大統領の首脳会談で代わりに別の何かを約束してくることです。それが非常に高くつく予感がしてならないですということでですね、このスクープが出る2日前に布施さんコメントしてるんですけど、さすがだなと思いました。はい。ですね。一水会を見習ってほしい。一水会は一水会で大概なんですけどね。いやー、アメリカは何をやってもね、得するっていう戦争ですからね、それやるわな。ね、10兆円儲かるって言ったら、それは賛成しますよね、この人たちはね。倫理とかない人たちですからね。半藤和俊さんの本の中で満州事変を起こした関東軍の最後の後押しをしたのは世論だったということが繰り返し出てくる。それを煽ったメディアの罪も相当に深いと、そのうち世論がジャーナリズムの方向性から決めてしまう逆転現象が起きたという。為政者たちも自分たちの決断の責任を世論が支持していたからだと責任転嫁できてしまうし、為政者たちの責任逃れの盾として言論が機能してしまう。下からの声だからという理由で民草を支持に向かわせることができたということ。今再び世論が問われている時であると。まあね、戦前も歴史をたどればですね、日本は石油危機とかエネルギー危機を理由にしてですね、満州侵攻であるとか、満州事変であるとか、まあ他国への侵略戦争っていうのを肯定してですね、イケイケどんどんで、まあ産経新聞みたいなのがですね、煽りまくって、やれ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 みたいなことを言って、世論は見事に乗せられてしまったわけですけれども、まあ今回ね、幸いにして 80% ぐらいの人が反対してくれてるので、なんとかなるかなと思うんですけど、この世論をなんとかして持たせる必要があると、つとに思います。はい。ということで、ちょっと日本のとイラン戦争の話でございました。いやー、本当にちょっと気が暗いですがとにかくですね、日米対談で、まあ、20日はフリートークしようと思ってるんですけど、変なことを約束しないでほしいなと思います。そうですね、戦前もエコノミーアテンションっていうのが存在してたわけですよね。はい。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。最後に、まあ、イラン戦争で外せないプレイヤーであるイスラエルの話をちょっとして、まあ、ちょっとイラン戦争関連の話を終わりにしたいと思います。プーチンの方が犬が好きだし大事にしているまあ、ちなみにちょっと言うの忘れましたけど、プーチンもこの戦争で大変得してます。まあ、知っての通りですね、トランプがですね、ロシア産の石油をもっと制限を解除しようではないかみたいなとんでもないことを言い出していますので、まあ原油のね、値段がこれだけ上がると、まあロシア産の原油をね、まあそれこそイランとかに売ってたわけです。イランとかにもね、いろいろ取引してたわけですけれども、ウハウハだと思いますね。はい。まあ、結局悪いやつだけが得するんですけれども、イスラエル軍は、パレスチナ人一家4人を射殺しましたヨルダン川西岸、ガザの事件ではありません。なんかほんと毎週ね、こういうニュースが、来てるんですけれども、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区でイスラム教の断食月ラマダンの断食を終えて、深夜に車で外出していたパレスチナ人一家4人がイスラエル兵に射殺されました。死者の中には5歳と7歳の男児2人が含まれています。毎度ながら哀悼の意を表します。イスラエル軍は兵士がこの家族の車の動きに脅威を感じたため発砲したなどと説明しているんですけど、家族の車の動きに脅威を感じたため発砲ってどういう理屈なんですかね。アイスですよね、ほんと。あの時もアイスもそうじゃないですか。車でひかれそうになったから発砲したとかほざいていたでしょ。家族連れの車がそんなことするかよっていう話なんですけれどもね。まあ西岸地区がどんどんガザみたいになってきているというのは本当なのだと思います。
殺されたのは37歳の夫、35歳の妻、そして5歳と7歳の男児2人です。ガザだけではなくヨルダン川西岸でさえもはやこういうのが日常となっています。彼ら彼女らの無念さや残された人々の憎しみはどこに行くのでしょうか。少しでも考えることができないんでしょうか。37歳の父親と35歳の母親の頭を打って処刑することも尋常ではないが、それに加えて子供を処刑することはどれだけ異様なのか、声に出してこれは異様だと言わなくてはならない。私たちの国はかつて人としてあるまじきことを犯したので、だからこそ再現させてはならないということですね。全く当たり前の話だと思いますよね。これをやっぱり許して続けていることがイラン戦争が起きている根源的な原因ですよ。だって2年半年以上ですよ。これを放置し続けてんですからね。で、イスラエルの人たちの今回のイラン戦争の支持率が 80% を超えてるっていうのは前回紹介した通りなんですけれども、だから自分たちの敵だったらぶっ殺していいみたいな思想が蔓延してるとこうなるんですよ。はい。キヤミさんおやすみなさいませ。だからね、今回の利潤が本当ロシアはね、ウクライナのね、戦争に使うと思いますので、本当とんでもない話ですよね。はい。なんで侵略してる側がいつも得するんですかね。イスラエル兵にはどういう風に見てもパレスチナ人は脅威。そう、最初から頭から脅威だって思ってるから脅威なんですよ。はい。だからね、彼らのその被害妄想というか、その国家レベルでそのプロパガンダで、あいつらは敵ですっていう風に植え付けちゃってるので、もうどうにもならないんですよね。だからそういう国を作って放置しているというのが、人類の問題ですよね。はい。いや、ほんと民族浄化ですよ。で、民族浄化だし、今回ね、改めてちょっと注目されてる件が、ユネスコに暫定登録で、ガザとヨルダン地区西岸地区にですね、危機遺産をユネスコに暫定登録するっていう話が持ち上がってるんですけど、イランのですね、今、戦争で、ユネスコの世界遺産がいくつも破壊されたっていう話、前回もちょっとお話ししたんですが、これはもちろんパレスチナでも行われていることです。宗教戦争みたいなイメージで未だにいる人たちは、いくらなんでもね、こういう生遺物みたいなの破壊しないだろうって思われてる方もいるかもしれないですけど、全くそんなことはございません。イスラエル軍の空爆を受けたグレート・オマリ・モスクのこれ残骸です。はい。25年の3月に破壊されました。はい。見ての通りですね。で、これは、セイポルフィース教会という最もガザで古い宗教建築物なんですけども、これも、一部破壊されました。はい。これが、ですね、セイポルフィース教会の破壊された一部の画像ですね。ゴミも溜まっていて、ほんとひどいありさまなんですけれども、だからもうガザ地区にあるもんだったら、歴史的建造物、全部歴史的建造物ですよ。ユネスコに、だから暫定登録とりあえずして守らなきゃいけないみたいな議論をしてるわけですから、もうそういうものであっても何でも全部ぶっ壊していいのだっていう、イスラエルの考えがわかりますよね。はい。これはワディガザというですね、清掃された一部ですね。で、これがデイル・アルバラに近い、テル・ウム・アメルという聖ヒラリオン修道院の遺跡ですけれども、こうしたものももう危機的な状態にさらされているわけです。だから、このままですね、パレスチナに対する、侵略行為っていうか、虐殺がですね、ずっと延々と停戦したという格好のままに続けば、こうしたものもですね、全部破壊するつもりかもしれないので、その前に何かしらの歯止めをかける必要はあると思います。そうなんですよ。ギリシャ正教の教会なんですよ。だからありとあらゆるね、もちろんキリスト教関係の建築が十字架立ってますけれども、キリスト教関係の建築物とかギリシャ正教の建築物とかそういったものもね、全部破壊されてるので、めちゃくちゃですよね。本当に。何なんだっていう。だからとにかくパレスチナに、こうした、なんていうか、歴史的なものがあるっていうのが気に食わないっていう感じなんだと思うんですよね。ないと、自分たちの侵略を正当化できないじゃないですか。砂漠に勝手に家を作りましたみたいなのがね、シオニストの人たちの言い分なので、はい。
そうですね。イスラム教徒の方々ってね、結構キリスト教徒にね、かなり寛大なので、まあ、前も紹介しましたけど、もちろんちょっと前回ちょっと補足し損ねた点はあるんですけど、当然、ハメネイはね、他の宗教弾圧してますよ。弾圧してますけど、イラン系のユダヤ教徒の人たちは、ユダヤ教コミュニティちゃんと持ってて、教会で演奏したりとかもしてるわけですよ。だからね、イスラム教徒の人たちって基本的に多宗教に寛大なので、それはね、別にイランの人たちが偉いとか、パレスチナの人たちがすごいっていうわけじゃなくて、どこの国でもそうなので、基本的に多宗教に一番厳しいのはキリスト教徒です。はい。それは残念ながら事実。なのでですね、キリスト教徒の人たちは反省してほしいと思います。ユダヤ人はパレスチナ人は人間として認識していなくて殺しても罪にならない。まあそれはもちろんイスラエルのシオニストの人たち限定ですけどね。そう差別感情から殺人が正当化されてるわけですよね。結局動物だと思ってる。まあ人間動物っていうことを言った、まあヨアブ・ガラントっていう国防大臣がいましたけれども、あいつ辞めましたけど、まあね、戦争犯罪者としてみんな指名手配されてるわけですよね。岡マリさんの講演でよく引き合いに出されるのが、もともとはユダヤ教の教会がキリスト教徒の、教会になり、現在はモスクとして扱われているのも瓦礫になったということですね。そう。だから、まあ、だって、2000年前に生まれた聖人の話見ればわかるじゃないですか。もともとユダヤ人なんですよ。もともとユダヤ人でキリスト教っていうものを作ったんだけど、まあ、その後、アラビア世界に侵攻されて、支配され、まあ、イスラム教徒になったっていう人が多いわけですよね。だからユダヤ教ご先祖から全部辿っていくとユダヤ教とキリスト教とイスラム教徒になるわけですよ。はい、っていうことでですね、2000年前の聖人が見たらみんな嘆き悲しむようなことをですね、パレスチナでしないでほしいですね。はい。で、まあ本当嘆き悲しむようなことをしてる奴らがまだまだいるんですけど、このですね見出し間違ってないんですけど、まだにちょっと意味不明なものがあったのでちょっと紹介しますが、パレスチナ人の子供が入植者の車にはねられ、ユダヤ系アメリカ人が国外追放された。これ見出し翻訳のミスとかじゃないんですよ。で、タイムズ・オブ・イスラエルって割と右寄りの、イスラエルの新聞なので、別に間違ったこと言ってるわけでもないんですけれども、これどういう事件かって言いますと、まあ、見出しだとね本当意味不明なんですが、ヨルダン川西岸の入植地から出てきたイスラエル人男性、まあ、入植者ですからね、いきなり、そこにだから勝手に住んでるイスラエル人の人間ですよ。イスラエル人の人間が運転する車に5歳のパレスチナ人の少女がはねられてしまいました。まあ、幸い命はね別状はなかったんですけれども、入院してしまったということです。それだけでももちろんひどい事件なんですが、この事件を目撃したたまたま左派のユダヤ系の活動家の人たちがですね、アメリカ人ユダヤ人のアメリカの人のユダヤ系の活動家の人たちが見てたんですよ。なんてひどいことするんだと、お前ら何考えてんだみたいな感じで言ったんですけれども、そしたら全員拘束されてしまって国外追放されてしまったと。これは反ユダヤ主義じゃないですか。基本ですね、だからイスラエルの入植者の人たちって警察とか軍隊に護衛されてるんですよ。だから彼らって、まあ、割とだからアメリカから制裁を受けたりしていることはあるんですけれども、要は犯罪者なので、まあ、ぶっちゃけ犯罪者なんで、勝手にパレスチナ人の人の土地にを強奪して住んでる人たちなんで、まともな国だったら犯罪者なんですよ。だから、まあ、他の国に行ったら逮捕される人とかもいるわけなんですけど、あろうことかですね、警察はパレスチナ人の少女を守るんで、入植者を逮捕するんじゃなくて、入植者を批判したアメリカ人のユダヤ系の活動家の人を逮捕したんですよ。で、国外追放したと。なんなんだよこいつら。ネオナチじゃんっていう。ちょっとびっくりしましたね。まあユダヤ教のね超正統派の要は反シオニストの人たちとかのことをいじめたりしてるのも、まあ映像を見たことある人もいるかもしれないんですけど、だから本当イスラエルのシオニストって本当ユダヤ系でなかったら完全にネオナチなんですよね、やってることが。
まあだから鏡見てみろよっていう感じなんですけれどもね、これは普通に人種差別事件だと思いますので、まあ国外追放されちゃったんですけど、反ユダヤ主義事件として訴えた方がいいんじゃないかと思います。いやでもあらすじ解説されても意味わかんないですよね。私も意味わかんなかったです。はってって入植者が逮捕されたんじゃないのっていうまあ話なんですけれども、まあなんかね、いやこいつが引いたんだみたいなことを言ったらですね、観光ビザを悪用した疑いで逮捕されて、まあ国外追放されてしまったと、まあ不法移民だみたいな感じで言われたんですかね。意味わかんないですよね。でしかも警察は回答の中で事件の予備調査により、5歳の少女が道路に突っ込んだものであって運転手には責任がないみたいなことを言って、まあ運転手は無罪放免されちゃってるんですよ。いやという感じなんですけど、まあ、このようにですね、あからさまな犯罪者が逮捕されず、まあ犯罪者に抗議した人が逮捕されるみたいなことを永遠と繰り返してるんで、まあイスラエルってこういう国になっちゃってるわけですね。はい。つくづくネタニヤフが引くだけではパレスチナは解放されないと思い知らされますね。そう。だからみんなネタニヤフのせいにしてるし、私もね、よくネタニヤフが全部悪いんだって、なんかあいつ雲隠れしたとか死んだとか今言われてますけど、なんか3日4日ぐらい姿見せてないんですけどね。まあどっかに隠れてんだと思いますが、そう。バーセル・アドラー監督、ノーアザーランドのね、のインスタにもね、入植者の、暴力が毎日のように流れてきているということでありがとうございます。そうなんですよ。だから、こういうのをやめさせない限りは、ネタニヤフ以外の人間が首相になったところで、根本的にはですね、パレスチナに解放はないんですよ。だから、あそこまで残虐に戦争する人間ではなくなるかもしれないですけれども、まあおそらくね、だからパレスチナ人と話し合いしましょうみたいな穏健派の人ほとんど残ってない、政府に残ってないので、まあろくでもないね、ネタニヤフセカンドみたいな人が現れると思うので、はい。という感じですね。で、まあ、このタイムズ・オブ・イスラエルはね、それなりに客観的に報道してるんですけど、まあ、さすがに問題だと思ったんでしょうね。で、これとは別の新聞、エルサレム・ポストっていう、まあ、これもね、メジャーな読売新聞か産経新聞みたいなポジションの新聞があるんですけど、イスラエルのフェミニスト団体をスポンサーとし、イスラエル軍女性兵士とイラン人女性が手を組むプロパガンダ画像を掲載したと。米軍がイランの女子小学校を爆撃し、女子児童175人を殺害した事件をはじめ、シオニストは重大犯罪をフェミニズムの名で正当化しているということで、いやー、これも最悪ですね。はい。だから女子児童だけじゃないんですけど、女子小学校だったんですけど、男子児童も通ったんで、女子専用、女子のみの学校ではなかったんですけど、あんな事件起こしといてですよ、こんな広告出しますか、普通。すごいっすよね。まあ、だからこれが、まあ、イスラエルのその右翼の人たちの平均的な認識だから、今回のイラン戦争を支持しちゃってるわけですけれども、要は、イラン人女性への解放戦争だっていう認知なわけですよね。で、とんでもない話だと思いますし、植民地主義にフェミニズムを利用しないでいただきたいですね。はい。そうですね。だからこういうことをね、少しずつ繰り返していることが、まあ、占領の正当化になってるんですよね。パレスチナ人の居住地域にイスラエル人が入植している理由がわからない。パレスチナ人の土地、建物ではないの。いや、すべて犯罪なんですよ。国際法違反ですし、基本的に全部犯罪なはずなんですけれども、まあ、イスラエルの人たちはわざとやってるので、はい。やっぱり入植をやめさせない限りはですね、こういう、まあ、人種差別、アパルトヘイト国家っていうですね、構造は変えられないわけですよね。はい。で、忘れてはいけないのはレバノンの状態です。私たちは退避しないと生存者は話している。イスラエル軍は13日夜、レバノン南部、カラウィアの病院を爆撃し、医療従事者12人を殺害し、過去12日間で医療従事者31人が殺害されたと。フランス系レバノン人、アタッラー記者が現地から報道しているということで、なんかイスラエルって当たり前のように病院を爆撃するので、それが当たり前のように感じられてしまうんですけれども、当たり前ですがこれも戦争犯罪です。この記者さんはですね報じてるんですけれども、レバノンでも好き勝手こうやってですね大量虐殺みたいなことを何回も繰り返しやってるわけですね。はい。
だから、まあ、レバノンには当然、イスラム革命防衛隊と共同しているヒズボラがいて、イスラエル的にはね、ヒズボラ潰しだというふうに言い張っているわけですけども、ヒズボラ潰しだとしても、民間人とか病院を爆撃するのは正当化されません。はい。当たり前の話ですよね。前に1日2人というドキュメンタリーを見ましたが、1日に2人ずつパレスチナ人の子供が拘束されていた。すごいな。そのドキュメンタリーあるんですね。すいません。それちょっと知らなかったな。ありがとうございます。教えていただいて。X 日本語圏にもイランへの攻撃はイラン女性の解放だって言ってる人。それは一定数いますね。はい。戦争の初期はね、なんだろう。それで結構肯定してたというか、まあ、イラン戦争はだから擁護してたやつらいたんですよ。まあ、最近黙りましたけど、だから私もね、6割ぐらい、6割まではいかなくても4割か2割ぐらいはね、そういうやつらいるんじゃないかなというふうに思っていて、こんなにね、反対派が多かったのはちょっと嬉しい驚きだったんですけれども、はい。まあでもね、こんな光景見たらね、そもそもフェミニストの人たちがめっちゃ怒って、こうやって反対してるわけですからね、レバノンに対する攻撃もイランに対する攻撃も許されるものではありません。はい。そしてですね、国連認証 NGO の日本元帥協さんが、今回の件で激怒して、在日イスラエル大使館に、ですね、抗議文を郵送したそうなんですけれども、受け取り拒絶で返送されてきました。イスラエルはイラン攻撃やめろということですね。いや、元帥協さん、こういうことを真面目にやってくれるの、なんか好感度高すぎるんですけれども、なんとですね、受け取りを拒絶したそうです。なんで舐めとんのか。いやー、すごいですね。いたずらだと思ったのかな。でも日本元帥協のちゃんと封筒に入れてあるんですよね。この、画像を見る限りですけれども。日本元帥協さんが伊達や水郷でこんなの送るわけないじゃん。っていう感じなんですけど、なんか在日イスラエル大使館はですね、こうした郵便物を拒否しているそうでございます。はい。人の話を聞きなさい。イスラエルとアメリカは堂々と国際法違反を繰り返して国際法の形骸化を狙っている。まあそうなんでしょうね。こうやって何もかもまあ抗議とかを無視して跳ねつけて、まあね、力こそ全てだみたいなことを言いたいんでしょうけどね。はい。まあ中身も見ずに返送したんでしょうね。受け取り拒否ですからね。小学校への攻撃がアメリカによるものだと大きく報じられているし、女性の解放云々という人は減ったんではないです。まあそうですね。誤爆が本当致命的だったと思いますよ。私も言いましたけれども、はい。どう考えても正当化できないことを最初にやっちゃいましたからね。はい。で、最後にですね、エドワード・サイードという人の、まあ、エピソードがバズっていたのでちょっと紹介したいんですが、ガザに足を踏み入れて隔離壁に石を投げつけ抑圧された人々を励ましたことがあります。著書知識人とは何かの中で知識人の要件は勇気であるという、まあこれ、有名な名言なんですけれども、を示していますということで、さまつな点ですが、これはサイードがレバノンを訪れた時に撮られた写真である。驚くべきことで、これパレスチナじゃないんですね。驚くべきことにこの写真が公になるとイスラエルやアメリカなどでサイードはテロリストとして扱われた。イスラエル軍が銃でパレスチナ人やレバノン人を撃っても大騒ぎにならないが、パレスチナ人が石を投げるとテロリストだと言われるのであるということで、はい。まあだからサイードっていう人が活躍してた時代から何も変わってないんですよ。イスラエルのそういう認知っていうのは。だからね、自分たちは機関銃で撃ちまくってるくせに、こっちが石を投げたらですね、テロリストみたいなこと言ってくるわけですよ。いい加減にせえやっていう話ですよね。まあイスラエルがやってることはね、自衛でも何でもないし、彼らはね、侵略者だっていうことが、まあ今回ね、イランでね、もうたくさんの犠牲者が出て、まあいいことなんて何もないですけれども、少しはね、世の中に広まったのかなと思いますし、まあこれを機会にですね、やっぱりイスラエル・パレスチナの問題とか、イスラエルのですね、こういう侵略行為がですね、日常的に行っている国だっていうことをもっと認知されるように頑張っていきたいなと思います。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、イラン戦争の話でございました。すいません、半分近くなっちゃいましたが、ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。よければチャンネル登録、高評価等ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここからは、日本の国内の、ちょっと話をしていきたいと思います。医療保険制度改革へ法改正案が閣議決定されました。政府が13日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を閣議決定し、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を新設する予定だそうでございます。はい。まあいろんな著名あるんですけど、アトピー治療に必要な薬をそれからも保険適用にしてくださいということで、アトピー治療とかさ、普段ですね、痛み止めとか高市さんも使ってらっしゃるでしょ。なぜこんなことをするんですかね。OTC 治療薬を値上げしないでください。はい。高額療養費制度を値上げするのもやめてください。皆さんよかったら署名概要欄に入れてありますのでよろしくお願いいたします。はい。そんな感じでですね、いや、高市さんだってね、病気で苦しんでらっしゃるのにね、それを揶揄するつもり全くないんですけれどね、なんでこういうことすんのかなという感じで、だから、まあ、いろんなね、なんだろう、子供とかを苦しめるような政策はやめていただきたいというふうに思うんですけれども、署名ありがとうございます。その高市さんがですね、子供の今、死が増えているというような話を振られて何を言ったかというと、高市早苗首相7代前の250人のご先祖様と答弁ということで16日の参院予算委員会で子どもたちが自ら命を絶ってしまう社会問題について問われ持論を展開しました。高市首相は立憲民主党の小沢議員の質問に回答。1週間で10人の子どもたちが自ら命を失っているという現状に対しどのように命を救っていくか、総理としての答えを聞かれ、多くの子どもさんにお伝えしたいのはあなたは一人で生まれてきたんじゃないということでありますと。ここだけ聞いたら、最初私もそう思ったんですけど、あれちゃんとまともなこと言ってるって思ったんですよ。なんか、いろんなね、社会制度でね、皆さんは国とかね、家族に支えられてるんですよという、まあ、保守派らしいことを言ってくださるのかなと、まあ、ちょっと期待したんですけども、続けて、お父さんお母さんを2人と数えて、そしておじいちゃんおばあちゃん4人、そしてひいおじいちゃんをひいおばあちゃん8人と数えていきますと、7代前まで直径だけで250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれ、そのすごい偶然、その奇跡的な幸運に恵まれて一人の命がある。それは自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということはぜひみんなで共有したいと思いますなどと答えた。何を言ってるんだ何を言ってるんですか、高市さんは。自ら命を絶つ子供の対策をどうするのかって話でしたよね。こんな、だから、仏法の説教みたいなこと言われても困るんですけどということで。まあ、ただこれ下に書いてあるんですけど、紀藤弁護士っていう人がですね、これ統一教会じゃないのという、まあ、指摘がなされてまして、ここで救う先祖とは7代前まで遡る。7代前までの先祖の解怨をする。この先祖解怨が旧統一教会の献金システムの一部であり、まあ、恨みを解いてあげるというのも旧統一教会の手口のキーワードなのだが、驚くのは、旧統一教会信者の、献金の7割から8割が日本人信者からのものだという、ですね。これから元ネタはという。実際はね、そうでない疑いが、まあ高いんですけれども、一応そういうちょっと話が話題になっておりました。はい。ということで、鈴内さん、ここからです。意味がわからないっていうですね。いやー、でも本当ね、軍拡してこれ軍事費とか、だから今度トランプに払う石油代になるんでしょ。冗談じゃないですよね。やめてください。本当に。医療費の方が大事ですよ。はい。そう、軍費拡張してもアトピーの子供守れないですからね。はい。いやー、7代前のご先祖様発言にはドン引きでしたね。本当に。これは何を言ってんだっていうですね。250人のご先祖様はつまりそうやって追い詰められている子供を救うこともできない無力な存在だということなんでしょうか。いや、まあ、先祖解怨の考え方からすると呪いですからね。250人分のね、呪いを解かなきゃいけないみたいな、まあ、統一教会の勧誘文句なんですけれども。
呪詛だろっていう。まだ死んだ人を話した人に言う間違った例よりひどいだろ。文鮮明よりひどいと言ってたのにというですね。まあ、ただですね、皆さんすいません。これ統一教会だって言い切ったら誤情報になります。実際には、曹洞宗になんか似たような教えがあるそうでして、ここの曹洞宗のね、教化センターのサイトに書いてあるんですけど、東華門先祖代々一切奨励六神眷属七世の父母、三階の万連等に栄光し放置を将軍千古等というですね、こちらのお題目がありまして、要はまあ先祖代々七世のですね、父母に感謝しなさいというような、言葉が仏教の教えにあるそうでございます。なので、もしかしたらまあ教養深い高市さんのことなのでですね、この、曹洞宗のですね、肛門を、暗記していて、つい六神眷属七世の父母みたいなことを言ってしまったのではないかという。いや、ただそれにしてもおかしいですよね。あなたに聞いてんのは、政策であって、哲学的に、宗教のありがたい教えとか教えてほしいみたいなこと誰も言ってないんですよ。それ師匠の仕事じゃないでしょ。そもそも政治家の役目は子供が死なないような社会環境を作ることであって、死のうとする子供に説教することではありません。子供が死にたがるような社会にした責任は大人にあり、国政を担う政治家にその責任は重いのです。首相どころか国会議員に向いてませんよというですね。まあ厳しいコメントですけど、その通りだと思います。説法しても意味ないでしょ。誰か六神眷属七世の父母みたいなこと言われたって子供はわかんないでしょうが。何考えてんすか。だから別になんか宗教のありがたい教えとか教えてくださいみたいなこと誰も言ってないんですから、ちゃんとね、子供の福祉対策とかをとうとうと語ってくれればよかっただけの話なんですけど、いやでもこれもなんか官僚が用意してない答弁なんじゃないかなという気がするんですけどね。はい。っていうことでですね。やっぱつれやさん、コンカラスです。統一教会関係あるなしに考えるほど追い込まれる人に対して一番言ってはならないことを言っている。これで決める子供もいるかもしれないし、本当に許せませんって。いや、本当ね、追い詰めてるだけですよね。こんなこと言われてもね。そもそも仏教のこの教えにしたって、そういう話じゃないし、先祖代々のね、聖霊に感謝しなさいみたいな話ですからね。別に、だから死にたいと思ってる時に人に救う言葉ではありませんので、まあ教え的にも間違ってんじゃないかと思います。散々孤立して追い詰められた未成年に対して一人じゃないって言葉が飛び出た時点で自分なら信用できません。あ、そうですか。そこだけはまあ別にまあ間違ってないとは思ったんですけど、でもそうですね、孤立して追い詰められてる人にはちょっとね、余計追い詰めてしまうかもしれないですね。はい。政治家が宗教関連持ち込んで政治するのは宗教権分離に継続しないんでしょうか。まあこれはそれ以前の問題のような気がしますけど。輪廻からの下脱を目指す仏教と先祖崇拝って矛盾していると思います。仏教が中国から伝来した時に儒教と混じったんだろうか。これは何でしょうね。私も曹洞宗に詳しくないので、詳しいあれは、お経の、なんでこういうお経があるのかっていうところまではわからないんですけれども、お経の一部にこういう文言があるそうでございますね。はい。大人でも250人の先祖がって言われたら絶望すると思いますよ。深刻な社会問題が道徳で解決できないだろうって。単なる説教だとしても家庭環境で死を考えている人たちが度外視されていますよね。はい。そう、一人じゃなくてそう、セーフティーネットがあるみたいな話をしてくれればいいのに、なんでそういう話じゃなくていきなりなんか先祖代々みたいな話が始まるのかっていう意味がわからんよって。だからお寺の、別にお坊さんが悪いと言ってるわけじゃないですけど、お寺の坊さんの話を聞きに来てるんじゃないんですよ。おかしいやろっていう。他人を死に追い詰める加害者をお前250人の先祖様に顔向けできるんかっていう方向に発動してほしい。まあそれも意味があまり伝わらないかもしれないですけど、仏教に250回っていうのが、そうなんですね。ありがとうございます。それが元ネタなのかな？まあなんかいろんなもの混じってる気がしますね。この六神眷属7世と、まあ250回っていうのと混じっちゃったのかな。まあよくわからないですけれども。
まあそんな感じでちょっとうろんなことを言ってらっしゃる高市さんなんですが、まあイランの件だけでもあれなのにいっぱいいっぱいなのに勘弁してよっていう感じなんですけど、なんかとんでもないことを言い出してます。高市首相、武器輸出はもう時代が変わった。宮崎は喜一氏の答弁問われということで、武器輸出を拡大する政府方針をめぐり、高市早苗首相が17日の参院予算委員会で、また参院予算委員会なんですけど、50年前の宮沢喜一首相の元答弁について、もう時代が変わったなどと述べる一幕がありました。宮沢氏は外相だった1976年5月、衆院外務委員会で武器輸出について兵器の輸出をして金を稼ぐほど日本は落ちぶれていない。もう少し高い理想を持った国として今後も続けていくべきだと答弁しました。公明党の西田議員はこの答弁を引用し、平和よりも一時的な経済利益を貪欲に追求する国であってよいのかと高市さんに正したんですけど、首相は答弁で、今は日本を取り巻く情勢が非常に厳しいものになっている。我が国一国だけでなく同志国を増やして一緒に地域の安定を実現しなければならない時代になっている。もう時代が変わったと感じている。経済成長につなげる、国民生活の豊かさにもつなげる、そして国をしっかりと守る、そういう時代に入っていると力説したと。さっきも言いましたけど、ちょっとイラン戦争の時に言いましたけど、だから同志国を増やして一緒に地域の安定を実現しなきゃならないっていうのはその通りだと思うんですよ。私もそこは依存ないですよ。だけど、経済成長につなげるって何おかしくないですか？武器輸出って経済成長につなげるものなんですか？自国防衛とか、だから他国協力の、あくまでもその積極的平和主義のために使うっていう建前じゃないんですかね。だからこれ本心が漏れてますよね。武器輸出で経済を潤しちゃダメだろ。それは死の商人の論理ですよ。はい。なのでね、武器輸出、まあ、一定三原則がですね、改められて原則容認されてしまうそうなんですけど、勘弁してよって感じですね、これも。だって結局、まあ、主な売り先はアメリカとかになるわけでしょ。で、アメリカってアメリカなわけでしょ。何に使うか分かんないじゃないですか、正直。まあ、日本が何か武器買うのとバーターなのかもしれないですけど、でもアメリカは本当信用できないし、いきなり中東でね、日本製の爆弾投げつけるかもしれないので、やめてくださいと思いますね。はい。高市さんの行動は仏教の教えに全部話してるんじゃないだろうか。普通に統一教会ではないかという。国会でも答弁なのに官僚作文とも思えないしってね、これもなんか官僚作文じゃなさそうですよね、これも。宮沢さんに対してこんな失礼なこと書かないでしょ、普通は。自民党のレジェンドですよ。はい、あくまで自民党ですからね。高市の個人的感想は誰も聞いてない。武器貿易で経済成長ってなんだよって。貧困血筋のせいにするな。宮沢喜一は武器を売って経済成長みたいなのを落ちぶれると表現したんじゃないですか。いや、その通りですよ。宮沢さんはだからそこまで武器を輸出して金を稼ぐほど落ちぶれていないって言ったんですよ、宮沢さんは。いや、それは昔の自民党の人だから、別にね、立派な人権感覚とかを持ってた人ではないと思いますけど、それでもこれ言い過ぎだよ。それでもね、これに対して失礼にも程がありますよね。いや。で、輸出を装備品移転と言い換えてますしね、装備品移転だったら別にウクライナに防弾チョッキ送ったのと変わんないじゃないですか。武器輸出って言えよっていう話ですよね。時代は変わったという論理を選択的夫婦別姓や同性婚の話では絶対言わないですからね。まあそこもだからダブスタですよね。人道的に必要な質問をスパイ扱いする。日本のものが世界で売れなくなったから防衛産業とか言い出してるのに性質に対して売れるわけないでしょうと。ほとんど日本政府が買い取るんじゃないですか、血税で。なるほど。まあだから対して開国ねの販売に対してはね、大した問題じゃないよみたいなこと言い張ってんのかな。でもそれもどうなんだ。自衛隊がその日本製の武器をメインにしてなんかあれなんですかね、さらなる弱体化が進むんじゃないかという気もしますけど、大丈夫なんですかね。はい、まあいいけど。
私たちの身の回りには防衛産業から生まれたもので便利になったものがたくさんある。そういった産業につなげお金を稼ぐことが落ちぶれたことだとは思わないなどとも言ったらしいんですけど、これは完全な詭弁ですね。兵器で稼ぐことの倫理性が問われているのに、デュアルユース技術で作った民生品で稼ぐことの論理性に話をすり替えています。さらに言えば、スピンオフで民生技術が出てくることで軍事研究を正当化するのはペケウヨのよく使う詭弁であり、それが自体が成り立っていません。SNS、X の論理に毒された政治家がトップに立った国はどこも不幸ですと。伊藤健二さんめちゃめちゃ厳しいなという感じなんですけれども、まあでもおっしゃる通りですね。はい。デュアルユースはダメだとは誰も言ってないんですよ。デュアルユースダメだとは言ってないし、だからウクライナみたいな、で特殊な状況にある、いきなり侵略されて困ってる国とかを助けるみたいな話だったら、別に私みたいな人間は強く反対しないんですよ。武器輸出絶対ダメだっていう方々は反対してますけどね。それはそれでもちろん一つの考え方だと思いますけれども、でも高市さんが言ってるのってそれ以前の話なんですよね。はい。まあ武器を輸出しないでください。特に海外には。はい。いやー、政府は武器より米を買えよっていうですね。いや、米と薬を買えよっていう話ですよね。米、薬、油を買わないで武器を輸出するって言ってんですよ。ダメでしょ。国家方針として成り立ってないですよ。だからなんかね、借金してね、ギャンブルをするみたいな、そういう破綻したなんか経済感覚を感じちゃうんですけれどね。はい。エプスタイン文書を徹夜で読んでいたら寒気がしてきたので、どうやら風邪をひいたようだと言って、これをやって首脳会談を欠席するというのではないでしょうかという。まあすいません。これちょっと毒が効きすぎてるんですけど。いやでもこれ言ったらね、多分トランプは激怒して、来なくていいよお前って言ってくると思うので、言った方がいいんじゃないかと思います。エプスタイン文書読んでたら病気になりましたみたいなね。それ誰も嘘だって言わないと思うし、はい。まあ実際寒気の身の毛もよだつような文章なので、はい。高市さんはぜひともですね、18日には、明日はですね、エプスタイン文章は頭からですね、最後まで熟読していただけないかなと思います。はい。荒口さんびっくりの荒尾さん。原爆開発も原発のように平和で起用できるという良い面があったと言っていた知人のことを思い出したというですね。いやでも結局ね、原発の平和利用と同じで欺瞞的ですよね。はい。ということで、高市政権の話をまずしました。はい。で、次にですね、国内のいろんな事件についてちょっと取り上げていきたいと思いますが、ちょっとヘイトとかね、AI とかのやばい映像が出るのでご注意ください。こちらですね、とある、AI 企業のデモンストレーションの映像なんですが、ちょっと本当に恐怖の内容だったので流したいと思います。嫌な方は2分ぐらい飛ばしてください。This is Maven Smart System.Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department. As you can see, it's not just one data feed, it's multiple. And instead of having 8 or 9 systems for those decision makers to look at every single day in order for them to make decisions, you then fuse it into a single visualization tool. The single visualization tool allows you to select, deselect different types of data, look at different approaches to data, but more importantly, action from the same system that you're trying to develop your workflows around. Once you have a detection that you want to actually move into a targeting workflow, for example, this is what we do. Left click, right click, left click, magically, it becomes a detection. That detection then gets moved into a workflow. This is standard digitized workflow, but I want to walk you through it quickly. You have different types of targets that are identified on the left there. Every single column produces a different type of decision-making process. Once you have that decision and you're trying to actually action that process, we now move into code generation, course of action generation, where we are automatically, via a number of factors, trying to identify what the best asset to prosecute a target looks like. Once we've got the different approaches and we select one, we then can move directly into how do we action that target. So we've gone from identifying the target to now coming up with a course of action to now actioning that target, all from one system. This is revolutionary. We were having this done in about 8 or 9 systems where humans were literally moving detections left and right in order to get to our desired end state, in this case, actually closing a kill chain. はい、ちょっとね、早回しだったので分かりにくかったかもしれませんが、もちろんこれ実際に人を殺してるわけではありませんが、
この前高市さんがですね、強調していくといったパランティアのシステムですね。国防総省の責任者自らパランティアの AI システムメイブンがいかに戦争を簡素化加速化しているかを示す動画に日本語字幕をつけてみました。AI がもたらした戦術的優位性、言葉を変えるとそれが可能であるという単なる事実がいかに戦略的混乱とエスカレーションの起源となっているかがわかりますということで、もう本当になんかね、ちょっと気の利いたなんかね、プレミアプロみたいなね、ちょっとした動画作りみたいなですね、いじったことある方はわかると思いますけど、の感覚でですね、ターゲティング選択までしてね、自動的に人を殺せるっていうシステムなんですよ。怖すぎますね、これ。まあ想像はしてたけど、それ以上ですね。あまりにもなんか簡略的にクリックだけで人を殺せるみたいなですね。こんなもん導入しようって検討してんの？自衛隊と日本政府は。いやー、やめてほしいですね。はい。まあ実際アメリカとかイスラエルはね、このシステムを使って、まあアイスの人たちはね、これでターゲットを狙ってるわけですけれども、まあそりゃこんなもん使ってたらね、ゲーム感覚で人殺すようになるわなっていう風な感じですよね。はい。いや、本当にパランティア怖すぎますよね。実際に映像を見るとちょっと恐怖感が100倍ですよね。はい。戦争簡素化っていうのもゾッとしますよね。はい。キャプテンアメリカに出てきたインサイド計画みたいな。いや、ほんとね、アメコミの悪役でしょ、この人たち。絶対。アメコミだったら絶対正義側じゃないよ、この人たちは。こんな気軽さで、これはあくまでデモ映像ですからそれこそ AI 生成の画像かなんかだと思いますけれども、車を狙ってターゲットにして、こうやってワンクリックで殺害できるんですよ。ありえんでしょ。いや、こんな技術を持つ企業と協力したくない。はい。せめてもうちょっと平和的な、なんか、目的に AI を活用してもらえないかと、いや、AI 自体問題ですけども、思うんですけどもね。はい。そう、使ってる人はただのオペレーターですよね。だから作業になってるんだと思いますよ。こうやって。で、これをね、平然とプレゼンしてんのも意味わかんないですよね。さすがに、実際の作戦行動だと多分上長みたいな人がね、最終的な許可ボタンみたいなのを押すと思うんですけど、それを押し間違ったりすると、まあね、南の小学校を爆撃したりとかするわけでしょ。で、実際多分それが原因でやらかしてるんですよ。パランティアのシステムかどうかわかんないですけどね。だから AI は間違えるんだから、実際の戦争で試したりしないでほしいんですけども、本当こういう企業に協力するのやばいと思いますよね。で、まあ、なんかですね、日本の AI 企業が、まあ、パランティアへの批判を受けてのことなのか、協力するって言い出したんですけど、魚 AI は防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所より複数 AI 技術の組み合わせによる観測報告情報統合資源配分高速化の研究を受託いたしましたということで、なんか魚 AI っていうなんか日本のベンチャーがですね、ドローン操作とかを、なんかすごい軍事的なこのイラストが見えてますけれども、請け負いすることになったそうです。魚 AI がなんか日本の防衛関係の仕事を受託したという、お前そういう会社だったっけ？社員も絶対たまげただろ。俺ら戦争用に AI 作る仕事すんのって。リソース読んでも、具体的に何を作るのか全然わかんなかったんで、チャット GPT に聞きました。それによると、魚 AI が開発する新システムでは、まず現場にたくさん配備されているドローンやスマホ、ウェアラベルカメラなどに内蔵された、自身の映像や位置情報をもとにエッジオンデバイスを推論して状況を報告する。そこから指揮現場のセントラル AI が収集した情報を取りまとめて今の戦況を理解し、次に何をすべきか取りまとめて指揮官にアドバイスするという物らしい。日本版パランティアみたいなもんじゃん。魚 AI がパランティアやるっていうこと。どうしたんだよ、魚 AI。ついこの前まで進化的マージとか AI サイエンティストとか面白研究やってた企業だったのに変わってしまったなという。私はなんとなく魚 AI ってそうだ、なんかそういうベンチャー系のね、なんか面白で AI を使うんですよみたいな、まあそれ自体どうかと思うんだけど、ことを言ってた企業だったなという記憶があるんですけど、なんか、パランティアがまずいならってことで自前でなんかパランティアみたいなことをやるみたいな。いや、そうじゃないんだよって。パランティアをやるなっていう感じなんですけど、まあなんか防衛産業は本当前のめりでおっかないですね。はい。ですね。
イスラエルのラベンダーとかもまあこういう感じだと思いますよ。おそらく遠くないと思います。パレスチナ人、イスラエルはですね、パレスチナ人の人たちの、個人情報とかを勝手に取ってるので、それでね、だからハマスと思しき人たちを爆撃してるわけですよ。だけど、まあ、だって、ハマス戦闘員がね、家にいるとこ爆撃したら、そりゃね、民間人だって爆撃されるでしょうっていう。だからね、そういう人たちにやっぱり人殺しをさせちゃいけないですよね。風評被害かもしれませんが、チーム未来と同じ匂いがする。いや、でも絶対チーム未来と同じ層の人たちに多分好かれてる企業だから、被ってるでしょ、支持層が。だからね、やっぱりああいう人たちってだからこういう倫理観ゼロのテック産業推進みたいなことをしだすんじゃないかなと思ったんですけど、思ったより早かったですね。はい。私も未来を連想しました。軍事利用が面白研究と同レベルなのかもしれないのはゾッとしますね。AI が進化しすぎて勝手にネタニヤフやトランプを攻撃するようにならないだろうか。いやでもそのうちだからテロリストというかそれこそイランの革命防衛隊じゃないですけど、ああいう人たちも使うようになると思いますよね。だから本当ね、AI をその辺に売りまくるのは危ないと思うんですけどね、そういうリスクとか何も考えてないですよね、この人たち。はい。そう、生成 AI はね、すべて倫理違反ですからね、基本的に。確かに便利ですけれども、ね、著作権とかありとあらゆる権利を侵害してるから、そのことを自覚して使ってください。っていうか画像とかは生成しないでください。お願いします。はい。そして倫理観がないといえば、ちょっとこれも反転恥ずかしい話なんですけど、昨日ですね、先住民族と言えないと、札幌の公共スペースで開かれたアイヌ民族に関するパネル団体で一部ヘイト団体が主張し、関係者から差別的だと抗議の声が、出て警察も出動し会場が騒然となる事件がございました。まあ事件というかこれまあ皆さんにも言ってたし、絶対こういうことになりますからっていう話してたんですけど、札幌のですね、地下歩行空間っていうところで、アイヌの史実を学ぶ会なる、まあ、日本会議とか、日本保守党とか、そちら系の団体なんですけれども、去年の9月にも同じようなことやってて、アイヌは先住民族などとは言えないみたいなヘイトスピーチを言ってたんですね。なので、当時から、いろんな人が言ってて抗議してたんですけれども、今回もやるって言って、で、しかも、まあ、やるにあたって、なんか、左翼のわけのわからん奴らが来るから、警察に警護させるみたいなことをしてですね、警察がこのように、物々しく、わざわざヘイターを守るという、またムーブを、しました。なんでヘイトスピーカーを守るんですか？なのでですね、皆さん分かってたんで、私もね、抗議関係の人とかと、まあちょっと連絡取ってたんですけど、まあ現場には誰も行かないで、まあ基本的に行きたい人だけというか、まあ、警察がいるので、警察がいてですね、揉めたらですね、逮捕される可能性があったので、まあ仕方なくですね、強めの抗議とかはしなかったんですけれども、なんでヘイター側を守るんですかね、警察が。ほんとまたかよって感じなんですけど、北海道警察いつもこうなんだよな。非常に腹が立ちましたね。で、ちなみに、このサムネイルの、映ってる女性なんですけど、まあ、この人が主催なんですけれども、在特会の、高橋彩香さんという人です。差別の対象を在日コリアンの人たちからアイヌにシフトしただけだということで、普通こういうなんか特定みたいなのって私、まあしないようにしてますし、普段だったら言わないんですけど、私この人見たことあるんで、間違いなくこの方ですね。はい。北海道にまあいる人でですね、まあ日本、そよ風の北海道支部長とか日本第一党のまあ副党首、まあ形だけだと思うんですけど、やってたり、まあ日本保守党の小野寺勝さんっていう人とやり取りしてたりとかですね、まあ私2回かな遭遇したの。間違いなくこの人なんで、高橋さんじゃんって思いました。はい。ということで、まあこういうなんか人脈の人がちょっと札幌でも暴れているのは非常に、問題があるなと思います。タイムさん、このカラスです。来ていただいてありがとうございます。
そうです、そうです。前にマーク・ウィンチェスターさんが現場で批判してたやつですね。はい。またヘイター側につく警察っていうね。いや、でも本当ね、高橋さんもひどいけど、毎回こうなんですよ。なぜかね、ヘイト側を守ろうとするから、ヘイト側を守るんじゃないよっていう話なんですけどね。私も前に講義行った時こんな感じだったんだけど、なんか向こうを守るんだよな。講義してる側を守ってくださいよっていう。うわぁ、そよ風の人、そう、そよ風の人なんですよ。そよ風かつ在特会かつ日本第一党という渡り歩きすぎでしょって感じなんだけど、まあ、あんまりね、北海道ってこういう人いないですからね。よくも悪くも。違います。移民反対デモはね、また別のヘイトグループなので、あれは別なので、あの人たちではありません。はい。あの中にはいなかったんじゃないかな、さすがに。綾川健太さん、アリクイモドキさん、コーカラスです。シフトしたというか、昔から在特会系はアイヌ差別しまくってますね。まあそうですね。だから今、日本保守党にシフトしただけ、日本保守党とか日本会議にシフトしただけですね。はい。まあ法律がそうなってるだけしな、警察も警察を正義とか教示とかないのかなっていうですね。だからなんか北海道はね、ほんと地味にいるんですよね。人数自体は少ないんだけども、この前もそのパレスチナのね、集会に久しぶりに行ったんですけど、なんか途中横ですげえトランプの旗振ってるすげえうるさい連中いて、なんだこいつらって思ったらですね、大和級の残党の人たちだったんですよね。なんか大和級系の陰謀論をですね、1時間ぐらい延々とスピーカーで喋ってて、めっちゃくちゃうるさくて、いや、ね、抗議しに行こうからさすがにと思ったんですけどね、さすがにね、隣にいるからトラブっちゃったらちょっと責任取れないなと思ってやめました。はい。だから地味にそういう人たち生き残ってるんですよね。札幌って。で、北海道警察は本当にその右翼に甘いですよ。まあ、ヤジポイっていう映画、ヤジと民主主義っていう映画を見ればわかるんですけどね、異様に自民党とか右翼側を擁護するのでね、大体8割警察が悪いと思います。そう。そうですね。まあ、公安警察はずっと左翼をマークしてますしね。まあ、なんかね、北海道警は本当になんか右翼に甘いので結局こういう人たちが増長する原因になってますね。はい。そう、大和級の残党いたんですよ。めっちゃびっくりしました。まだいるんだこいつらと思って勘弁してよって思いましたね。人が真面目に活動してるのになんか、だって一緒のグループみたいに見えたら嫌じゃないですかうん。撮影機で第3日曜日にそんな頻度高くやってんだ、大和級。すごいな。継続してるんだ。ありがとうございます。あんまり知りたくなかったけどありがとうございます。今、左翼よりヘイターこそ秩序の危機だろっていう。警察クソじゃなかったこと知らない。じゃたまたま今回被っちゃったんですね。なんか、いつも会わないから、めったに活動してないのかなと思ってました。はい、ありがとうございます。僕が知らなくてすいません。ありがとうございます。はい。ということでですね、すいません。すいません。言うの忘れましたけど、概要欄にですね、アイヌ民族ヘイトは人権侵害です。札幌市に防止策を求める署名活動にご協力くださいということで、15,000筆集まってます。最終指歴3月25日の予定です。先住民族アイヌに対するヘイトスピーチやみませんということでですね、まあ、札幌市も悪いので、これ、オンライン署名提出する予定になっておりますので、皆様ご協力ください。よろしくお願いします。はい。なるほど。札幌駅でアクションすると被らないようにしてくれてたんですね。なるほど。ありがとうございます。この前、もろ被っちゃいましたからね。なんかでも、向こうも特別なイベントあったらしいです。はい。ということで。すいません。なんか身内の話しちゃったんだけど。ですね。ちょっと次に行きますけど、まあ、大陸横断っていうか、九州とかでも、まあ、割とヘイトが、まあ、起きているらしく、まあ、北海道でも江別市のね、パキスタンの人へのヘイト事件とか、ちょっと記憶に新しいところだと思うんですが、大学近くのモスク計画の資金を募ったら、日本の異変に恐怖感じるという朝日新聞の記事がちょっと話題になっておりました。エジプト出身で2009年から日本で暮らしておられるモハメド・エルノビさんが、今回ですね、
ムスリムの、福岡県糸島市でムスリムの子供たちが通うインターナショナルスクールを運営し、市内にモスクを建設するためにですね、クラウドファンディングを始められたそうなんですね。そしたらどうなったかというと、朝日新聞この画像載せろよって感じなんですけど、ヘイトスピーカーの皆さんがなんか現れてですね、福岡県の糸島市に大型モスクが建設予定です。モスクができた町では、公会を占拠して、数百人での礼拝をする、朝の爆音、狭い道での大渋滞など様々な問題が起きています。移民も増え、糸島スタンと呼ばれる日が来るかもしれません。糸島モスク建設を見直し反対署名をしましょう。ほっといていいんですか？いや、ほっとけよっていう感じなんだけど。いや、なんかもう、全国的にこういう動き広まってるの嫌ですね、本当に。だから、結局トランプがずっと、トランプとね、イスラエルがずっとイスラム教徒ヘイトスピーチみたいなことを言ってるので、その影響も確実にあると思うんですけど、日本でのね、ムスリムフォビアや、非常にもう危険な水域に来てるなと思います。北海道だけがひどい、北海道とか東京だけがひどいのかなと思ったら、そういうわけでもないみたいなんですよね。これ有料記事なので、ちょっと全部載せられないんですけど、ですね、こういった嫌がらせを受けたりですね、突然なんか、今まで一回も言われたことなかったのに、JICA がみたいなことを言われてですね、規模で、開発許可とかを取らなきゃいけないみたいなことを難癖をつけられたりしているそうです。ただですね、エルノビさんが予定されている3階建て300平方メートル程度のね、小さなモスクを作られるっていうことなんで、建築基準法上、別に建築基準法の申請をしてれば建築可能であるっていうふうに、思われるらしいんですよ。だから都市計画法の開発許可とかいらないらしいんですね。で、私たちがキリスト教の教会を作ろうとしているとしましょう。同じ反応があったと思いますでしょうか？私はそうは思いません。彼らはイスラム教徒を標的にしているんですと、いうことでエルノビさんは訴えられているそうです。だって昔からね、福岡に暮らしてらっしゃるのにいきなりこんなこと言われ始めたらびっくりしますよね。何が起きたんだってなりますよね。はい。なのでですね、昔からだからイスラム教徒の人たちのコミュニティあるわけですから、あなたたちが知らなかっただけなんで、知ってください。これを機会にと思います。はい。そう、参政党が原因ですよね、本当に。参政党も大きな原因だし、やっぱりイスラムフォビアみたいなのがね、本当全国的に広まってしまってるなと思いますね。把握してなかったことで、大和急と三浦春馬陰謀論グループと3つどうしちゃったよな。三浦春馬陰謀論グループもたまにいますね。ほっといていいんですかって、ほっとけや。お前らほっとくのが恐ろしいわという。糸島良いところ、海が美しく観光客も多いし、ぜひモスクを建設してほしいですということでありがとうございます。私も住んでいる町でも似たような行動がありました。外国人割合が薄いから寛容だと思ったら全く違った。ヘイト画像、デザインちゃんとしてるの腹立つし、一人デザインを届けるデザイナーは矜持を持って人権を考えてほしい。いやー、でもこういうのAI でチャラッと作れるようになっちゃったんでしょうけど、ほんとね、害悪ですよね。ヘイターに武器を与えないでほしい。ですね、観光客当てにして金稼いでるくせに浅わしすぎるし、キリスト教の教会たくさん見かけるのにモスクがダメな理由もないですね。はい。こういうヘイトスピーチが金になるんでしょうけどね。テンプレみたいな差別怪文書が届いたのはビビりましたっていう。いや、なんかね、こういう怪文書とかなんかテンプレートあるのかってぐらい似てますよね。大体ヘイトスピーカーの人の書く文書似てるんだけど、はい。ちなみにアイヌヘイトパネルがあんな感じでなんか持って回った内容になってるのは何回も我々に注意されてですね、ヘイトやめろっていう風に言われてたんで、それでちょっと持って回った内容になってるんですけど、本当はこういうのを展示したいんだと思います。はい。っていうことで、ちょっと最後に、これ触れざるを得ないので話すんですけど、ちょっと沖縄の悲惨な事件についてお話しして、国内の話を終わりにしようと思います。辺野古沖で船2隻が転覆、船長と、高校2年生が亡くなりました。修学旅行生ら21人が、乗船していたということで、
辺野古沖で船2隻が転覆したというですね、通報が16日の午前10時頃にあり、2隻には高校生18人を含め修学旅行に来ていたですね、方々が乗っていて全員救助されたんですが、うち女子生徒と男性船長の死亡が確認されました。深く哀悼の意を表します。亡くなったのがですね、船長の、金井さんという方と、同志社国際空港の、女子生徒の方だそうです。なんかね、波が急に、天気が急に悪くなったという情報も出ておりまして、非常にね、悲劇的な事故だったとしか言いようがないと思うし、原因はね、きちんと究明されてほしいなと思います。が、ですね、ちょっと醜悪なので、ちょっと閲覧注意なんですけれども、これに対するですね、SNS の反応がマジでひどくて、原因は朝日新聞なんですけど、誤報を流しました。はい、朝日新聞が、転覆した船が平和丸と福津丸との2隻、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事に抗議するため、平和丸に12人、福津丸に9人の21人が乗っていましたと。抗議するための、船であると、いうことで報道したんですけど、これは事実ではありません。当初配信した記事で転覆した2隻に乗っていた21人について、移設工事に対する抗議活動のため乗船していたとしていましたが、誤りでした。はい、乗船していたのは同志社国際高校の生徒であり、平和学習の一環で沖縄を訪問し辺野古を見学していました。記事を修正してお詫びいたします。遅いですよ。本当に遅いし、これがだから丸1日ぐらいですね、16日、訂正したの21時ですからね、ネットで大炎上して、訂正せざるを得なくなったんですけど、朝日新聞がこう報じてしまったせいで、だから左翼活動家が無理やり高校生を乗せたみたいなストーリーにされちゃったんですよ。で、猛バッシングが出てるんですよね。これどう責任取るんですか？で、これ、もう、ネット右翼の人、よく朝日の大誤報って言ってますけど、これもう、編集デスクとかが辞任しなきゃなんない案件じゃないかと思うんですけど、重大事件ですよね。いや、これはちょっと、本当、すいませんでしたで済まされるレベルじゃないと思うんですけれども、朝日新聞自体ももちろん大炎上しているのでね、制裁は受けているんですけれども、はい。なんでそう思ったのかなって、なんか左翼活動家に対する何か気持ちがあったんですかね、朝日新聞デジタルの編集部の人たちには。はい。ね。もちろん叩くやつが一番悪いんですけどね。基地反対運動に参加させてたというデマが流れてるんですけど、デマを出した原因は朝日新聞です。はい。なので、ネトウヨがゼロから、こういう誤報を作ったわけじゃないんですよね。残念なことなんですけど。誰も悪くないのに左翼活動家のせいだみたいなこと、原因究明もする前からよくそんなこと言えるなって感じですよ。もう。報道自体がデマってなんだよっていう、そういうこと言い出すような輩が現れるなと思ったらやはりそうでしたと。速報だからって誤報を流していいわけじゃないよって。右翼インフルエンサーがそれ見たことか系の動画がいっぱいだぞっていう、もう16日にはですね、すぐこの朝日の記事に食いついてで、大量にそういう、ショート動画とか流し始めたから、もう収集つかないんですよ。だからさ、デマが恐ろしいって話、普段ファクトチェックとかしてるじゃないですか、朝日新聞さ。これは絶対やっちゃいけない類の報道だったと思いますよ。私だって間違いは流したことはあるけれども、細かいミスとかそういうレベルじゃないじゃないですか。左翼活動家の抗議戦だって言ったわけですからね。根本的に違う話にしてますよね。はい。いや、ほんとふざけんなよって話ですね。なんでこんな間違いが起きたのか説明できないんですかね。はい。もちろんね、抗議活動家だったら死んでもいいのかって話だしね、抗議活動家が人殺したみたいなね、話をする、レトリックをするのもね、それは冗談じゃないよっていう話なんで、それはもちろん不当なんですけれども、いやーね、どこまで落ちるんでしょうね、朝日新聞はね。
左翼叩くのは金になるんだな。会計開いてお詫びしろやっていう。それが一番問題だと思うんですけど、だから左翼活動家の抗議戦だっていう、だから頭があったんでしょ、この記事を書くには。そういう頭がなかったらこういうデマ流さないよね。で、間違えないですよね、そもそも。だから先入観があったわけですよね。そこが一番問題だと思いますよ。はい。だから誹謗中傷なんですよ、本質的に。私は犠牲者の中に知人がいます。犠牲者のご家族、ご親戚、友人、知人、関係者の中の人のことを思うと、胸が張り裂ける思いだ。助かった高校生たちのことも心配だ。犠牲者はこれらの方々の尊厳に思い至らず、ただ責任を問いただすような無情な投稿がすでに散見され、強い怒りを覚えていると。以前、親類を交通事故で亡くした時もニュースに好き勝手な言葉が吐き散らかされていた。人の死など赤の他人にとってはつまらない日常のスパイスでしかないのだろう。ただまともな倫理観を持つ人であれば、責任の所在を好き勝手に憶測する前に、まずは個人や関係者に哀悼の意ぐらいは表ずるものだろうと。全くその通りだと思うし、だからこういうね、記事の扱いをされるのは、これが辺野古の抗議戦っていう、だから琉球沖縄だからだと思いますよ。だから偏見でしょだし、差別案件ですよね。はい。米軍基地建設現場を見学し、平和について考えるという校外活動でこのような事故が起こってしまったことは大変痛ましいことです。そもそも基地が建設されていなければ、このような学習活動は必要ではありません。沖縄に押し付けられている米軍基地負担について多くの本土のいい大人たちが知ろうともせず無視してきたという状況が、そもそもこのような学習活動を必要とさせており、それがこの結果を引き起こしたことへの耐え難い恐ろしさを感じている。言葉にならない。あと死者を利用して基地の抗議活動にレッテル貼りをしたり評判を貶めようとする言説もたくさん見受けられることも本当に腹立たしい、恥ずべきことだと思いますと、いうことでハルネムリさんですけれども、あまり付け加えることがないですね。その通りだと思います。で、この事故の原因がなんであれですけど、そもそもこの状況を作ってるのは何かっつったら、だから本土が辺野古基地をそのままにしてるからでしょ。だからこんな無駄な工事を何兆円もかけてやらせている、で、沖縄の人たちの主権を侵害している件に関して、なんでこうなるのかなというのが私にはわからないですね。本当に。はい。私もね、しょっちゅう間違えるから、細かいファクトで間違ってたっていうのはね、しょうがないと、しょうがなくはないけどね、思いますよ。わかりますよ。わかるけど、そういう問題じゃないですよ、これ。だから、ヘイトだから、そもそも朝日にそういう辺野古での抗議活動に対する偏見がなかったら、こういう記事にならないと思うんですよね。だし、すぐ気づくでしょ、普通。21時まで放置してたから、結局騒ぎが大きくなっちゃったんですよ。で、前のやつ消せばいいのに消してないし、はい。ですね。そうですね。だから結局こういうことをするやつがね、金稼ぎがうまかったりするわけですよね。国家など権威への抗議を過激な左翼活動家と一括りにして嘲笑します。特に沖縄で顕著だと思います。そういうフレーミングですよね。はい。これでハルネムリさんとかね、シャラドンさんとかいろんな方がね、やっぱり抗議してるけど、クソリプついたりとか、クソ引用がついたりしてるので、本当腹立たしいなと思います。なんかね、本当朝日新聞もそうだしね、結局、がっかりですよね、なんか。朝日新聞もそうだし、産経新聞はもっと露骨にひどいですけれども、戦前の反省がなってないんじゃないですか？だからイラン攻撃に対してですよ、ホルムズ海峡に行けって言ってみたりとか、活動家の奴らが悪いみたいなこと言ってみたりとか、なんか戦前と変わってないじゃないですか。左翼が悪いとか、軍拡は正義だとか、そういうことをやって、結局、これも沖縄からね、イランまで全部つながってる話だと思うんですよね。で、今沖縄から、先ほどイランのね、ところで言いましたけれども、米軍のね、兵士がで、向こうに行ってるわけでしょう。だから、我々が、ホルムズ海峡でですね、標的にされる可能性がいよいよ出てきている。これも朝日が、だから自ら報じてるわけですよね。強襲揚陸艦と海兵隊をイラン作戦に派遣していると。
だからね、全てつながってる話だと思うんですよね。だから、沖縄の米軍基地の好き勝手を許しているから、こういう事件が起きるし、こういう事件が起きた時にですね、またなんか、左翼がやらかしたぞみたいなことをメディアの側が言ってしまうっていうことですよね。はい。非常に示唆に富んでると思います。まあ、あんまり言いたくないけど。N100 さん、ゴーカラスです。いくつになってもマスメディアに好感を抱くことができない。だからこういうことするからがっかりさせられるんですよね。まあ、北海道のだから UHB さんとかこういう報道してくれたりとかね、頑張ってるところは頑張ってくださってるのはわかりますよ。だからマスコミも全部ダメなわけじゃない。報道特集さんとかで、良識的なマスメディアの人たちはまだまだいらっしゃいますけれども、なんかやっぱりこういう姿を見るとがっかりしてしまいますよね。ダメじゃんってこの人たちって反省してないやんって戦前をっていう。やっぱりね、ポピュリズムに流されるのは良くないと思います。ですね。そう。結局ね、朝日新聞ってリベラルっぽいだけなんですよね。リベラル感出しつつレトよりおぼねっていることがちょいちょいあるんですよね。だから産経みたいなあからさまらよりもね、かえって悪質だったりしますからね。そう。日本政府が辺野古移設を決めなかったらこんな悲しい事故は起きなかった。その通りですよ。だから全部辺野古基地が悪いわけですから、根源的にはね。はい。辺野古の転覆の件、TBA ラジオセッションで安田光一氏がマスコミの人も取材で載っていて抗議活動で使っていないことを知っているはずだと。なるほど。ありがとうございます。まあ、朝日が知らないわけないですよね。普通に考えて。知ってるでしょっていう。在日米軍基地の犯罪被害も同じぐらいの熱量で報じてくださいっていうですね。はい。望月さんもあれだと思いますが。ということで非常にうんざりする話でしたけども、日本国内の様々な事件でした。まあ、イランのね、やっぱ話とね、すべてはつながってるなという感じがいたします。で、まあ、ですね、散々うんざりした後なので、まあ、最後はですね、ちょっと抗議運動の話などして、今日終わりたいと思います。Taylor will be the first out trans woman to lead a city office in New York City history. Taylor will be the はい。ちょっと手前味噌であれ申し訳ないんですけど、ゾーラン・マムダニ市長がですね、なんかこんなひどいなんか民主主義邪楽だってしまったアメリカでもですね、民主主義をちゃんとやってくれてるので、ちょっと最後に紹介したいんですけど、左のですね、テイラー・ブラウン氏を、LGBTQ+ 問題担当室のリーダーに任命しました。おめでとうございます。ブラウン氏はニューヨーク市役所のオフィスを率いる初のトランスジェンダーの女性、オープンリートランスジェンダーの女性ですね。はい。過去にいたかもしれないけど、オープンにしてるのは彼女が初めてということです。おめでとうございます。しかも単なるね、この方、経歴調べたらなんかとんでもない人で、ただの公務員じゃないんですよ。ACLU っていう、まあ、アメリカのね、表現の自由とか人権とかを強く、まあ、訴える組織があるんですけれども、出身のね、人権派弁護士です。トランスジェンダーの権利侵害を教育、住宅、医療、習慣、雇用にまたがる攻撃であると捉え、権利擁護の理念を自治体の行政、法務、福祉に接続することを目指しておりますみたいな、お話もされておりまして、あとミックスレイシャルの方らしいので、もちろんですね、人種差別に対する抗議運動などにも積極的に、まあ、やってらっしゃるそうでございます。はい。いや、でもよくこの人材見つけてくるなっていう。なんか、豆谷さんのなんかそのセンスもすごいですよね。どこにいたんだろう、今まで。まあ、頼りあることだなと思いますし、まあ、ニューヨークについてはね、LGBTQ+ のサンクチュアリにしたいという目標を掲げてらっしゃるので、まあ、トランプがどうなるか知りませんけれども、頑張ってほしいなと思います。はい。ということでですね、まあ無駄にさ、スタンディングオベーションやという活躍楽しみですね。素晴らしい。女性活躍推進におっさん少々を起用する我が国とは違う、すごいというですね。なんか比較すると悲しくなるな。はい。
ですね。いやー、さすが立派な人の周りには立派な方が集まるっていうかね。まあ、やっぱり豆谷さんの下で働きたいっていう人多いんでしょうね。まあ、多いから、まあ、中からね、まあ、選んで面接して優秀な人を選べばいいわけですから、豆谷さんとしてはね、まあ、楽といえば楽なのかもしれないですけど、でもまあね、なかなかこういう人来ないと思うので、わざわざ名乗り出てこないと思うので、そういう面でもすごいですね。はい。そうですね。まあ当事者不在の運動はダメですからね。やっぱり当事者がどこか中心にいない運動はダメだと思います。すべて当事者で占めなきゃいけないということでもないし、マジョリティのアライアンスは絶対必要ですけど、ですね。やっぱり当事者の声が中心にないと、まあ大体失敗するので、はい。まあ、豆谷さんもね、やっぱ自らもちろんレイシャルマイノリティなので、当然ね、そういう方々にですね、いろんな、人脈はあるわけですから、まあ、どんどんこういう寄与を進めてほしいなと思いますね。はい。としてですね、LGBTQ 関連でもう一つちょっとめでたいニュースがあったので紹介したいんですが、ウクライナの最高裁判所が同性カップルを家族と認めたそうです。ちょっとびっくりしたんですけど、おめでとうございます。でもこれ経歴がなかなかすごくてですね、ウクライナって、まあ正直言って、まあ LGBTQ の権利擁護に関してはまあ道半ばだと言われてまして、まあマムダリじゃない、すいません。ゼレンスキーさんは同性婚推進派なんですよ。ただ、ゼレンスキーの時にまあ戦争になってしまいましたので、まあそんなこともできずですね、男性が徴兵されみたいなまあ雰囲気になってしまったんですよ。で、まあ権利運動に関しては完全な停滞に陥り後退したという風な評価を残念ながら下されてしまってたんですけど、なんと今回ですね、最高裁判所が戦争中にもかかわらず同性カップルを事実上の家族と認めたという下級審判決を支持したということでですね、これはでもすごいことだと思います。日本でまだ最高裁の判決出てないですからね。しかもなんか経歴というかこの経緯がすごくて、当事者の方がまあもちろんこれも訴えたわけなんですけど、なんとですね、イスラエルに派遣されたウクライナ外交官の方らしいんですよ。で、イスラエルに行くって時点でまあ嫌じゃないですか、こんな時に。で、24年の6月に一緒に行こうとしたんだけど、パートナーと一緒に赴任するのは、ウクライナ外務省がダメだって。それはね、ウクライナの法律では男女のカップルじゃないとダメだっていうことになってるし、お前ら正式に結婚してないだろみたいなこと言われたらしいんですね。で、まあ、これ当然差別なので、差別だと言って、まあ、25年の6月に、キエフのですね、地区裁判所に訴え、男性その2人がですね、まあ、イスラエルに行かないで、一つの家族として生活しているという事実をついに認定したと。まあ、イスラエルに行かなくて済んだ上にですね、まあ、行ったのかもしれないけど、わかんないですけど、男性カップルとして認められるというですね、いや、なんかすごいな。おめでとうございます。いやでもやっぱりウクライナはなんかこういう方がいるのが希望ですよね。まあ戦争でねやっぱりちょっと社会的にはすごく保守的な方向に結構行ってしまってるし、まあなかなか権利運動は道半ばで進まないよっていうことはね私も聞いていたんですけれども、まあこれをきっかけにですねどんどん権利のねですね法整備も進んでほしいなと思います。まあ戦争が終わらないと難しいかもしれないですけどね。そうですね、主体はやっぱりこういうようにあくまで当事者でないといけないということですよね。当事者を中心にしてやらいが矢面に立ち続けるのがそうですね理想だと思いますね。はい。いやー、日本はどこまで落ちているのかっていう。いや、なんか日本後退する要素ないはずなのに後退してるからね、なぜなんだよっていう話ですよね。本当に。いや、まあ政治が悪いんですけどね。いやでも本当ね、ロシアがね、もし最悪の場合ですけど、まあ今のところその心配はないですけれども、キエフ政府を倒した場合はです、キーウ政府を倒してしまった場合は、全てこれが水の泡になるので、まあ絶対にね、だから、結局、だから自由民主主義と人権を守るためにやっていることなので、まあ安易に降伏しろみたいなことを言う人さすがにいなくなってきましたけど、最近いないですけれども、少し考えてから言ってくださいね。はい。本当にね、だからロシアは LGBTQ の人たちを弾圧している国なわけですから、はい。ですね。日本もこういう流れにそうですね、少しいい影響を受けてほしいですけどね。はい。っていうか、イスラエルはピンクウォッシュやめろよって感じです。
ということで、次ですが、こちら日本です。日本でもですね、全く何も起きてないわけではなく、皆さんが頑張ってくださっているので、外国人労働者の春闘でデモ行進、差別にも反対ということで、日本で働く外国人労働者の権利を守り、差別や排外主義に反対するデモ行進、マーチ・イン・ザ・マーチ2026年が、なんと上野公園周辺で開かれたということで、私もこれびっくりしたんですけど、外国人労働者をターゲットにした現地が増えたことに労働者や市民の間に危機感が広がり、350人が参加したということで、毎年やってらっしゃるそうなんですね。93年に外国人労働者の労働条件向上と権利獲得を訴える外国人労働者の春闘として、外国人を組織する労働組合や市民団体などが始めたものであると。多様なルーツを持つ労働者が集まり、一斉に声を上げ、私たちはここにいるんだと訴え、共生社会の実現を目指したということで、いや素晴らしいなと思います。ただね、これもね、もちろん当事者中心の運動なのは素晴らしいと思うんですけど、やっぱり連帯の声がもっと広がっていかないとね、日本は、ね、マジョリティ側のヘイトがひどすぎるので、外国人労働者の方の権利をね、拡充するのは当然のことですけれども、やっぱり差別を禁止する包括的な規定がですね、せめて職場だけでも必要だよなというふうには思いますね。はい。そもそもね、職場のそういう人種差別とかをね、明確に規定してないのって G7 で日本ぐらいらしいのでそういうとこも本当ダメだよなという気がするんですけれども、はい。なのでですね、もちろん人種差別もハラスメントなので、ハラスメントの規定があるところは一応禁止はしていると思うんですけれども、明確に刑罰付きで禁止規定を設けるべきじゃないかなと思います。はい。なんで自由民主党があんななんだって、いや、ほんとね、権威全体党に改名してほしいですね。本当に。いや、もう高市さんになっちゃったから、もう言えなくなりましたよね。安倍さんの時からそんな感じだったけど、石破さんでギリギリだから、ギリギリ自由民主党からって感じでしょ。はい。左にリベラルに触れたことがないのになぜかバックラッシュだけが起きるっていう、大体アメリカのせいなんだけどね。はい。そしてですね、プーチンのロシアは日本会議が支配してるような国ですね。でも本当はあなたのおしまいですからね。はい。先日のデモで学者先生のスピーチで安倍政権の時も改憲が与党過半数で通ったが国民投票には至らなかった。なぜか、デモでたくさんの人が集まったから投票しても勝てる見込みがないと思わされたからだ。だからデモが意味があるとおっしゃってたのでマジで勇気をもらった。意味があるからみんなデモに行こうということで、この方のおっしゃる通りだと思います。いや、今回ね、82% もね、戦争に反対してくれて、本当ね、なんか久々に嬉しかったですし、多分ね、高市さんも相当今、支持率だだ下がりもしてるからビビってると思うので、今後もうガンガン言ってですね、自衛隊派遣絶対とりあえずさせないし、会見もさせないっていうことをですね、地道に訴えていきたいなと思います。ちゅうことでですね、3月25日、国会前に集まる平和憲法を守るための緊急アクション、この前8000人集めて、皆さんの度肝を抜いた、ですね、平和憲法を守るアクションでございますけども、ですね、またやるそうです。25日。行ける方は皆さんよかったら、参加しましょう。札幌でもこれなんかやるらしいんで、そっちの方行こうかなと思います。ですね、あと憲法9条を壊すな、実行委員会さんは、いろんなね、5月にもやるし、4月にもやるし、いろんなアクションやりますよ、みたいなの紹介してるので、フォローしていただければと思います。で、あと、明後日か、の、デモとしては、イラン攻撃許さない高市政権から平和憲法を守り行かず、3月19日、国会議員会館前行動というのがあるそうでございます。これもですね、皆さんペンライトを持って集合するということらしいので、18時半からやるそうです。こうしたね、やっぱり運動をね、地道に広げてってですね、それに加えて、やっぱりメディア等の後押しがもっともっとあればいいなと思うんですけど、メディアがね、なんかよろしくない、いまいちなので、なんか毎日新聞が一番マシみたいな状況なので、はい、あまり期待できないのでですね、残念ながら、今はちょっと我々が頑張るフェーズかなと思いますので、皆さん積極的に参加していきましょう。はい。権威全体極右統一日本会議と
いや、でも本当このままスパイ防止法だのなんだのって言われたらね、正直そう言われてもしょうがないでしょ。だから通しちゃダメですよね、やっぱり。300議席あるからといって、誰も信じてないというか、別にそういう法律を成立してほしくて、投票したわけではないっていう人が多いと思いますので、まあ、改憲反対とかですね、スパイ防止法反対とかを訴えていくのは意味があるんじゃないかなと思います。モスバーガーや米田コーヒーに不快運動起きるのがね、いやでも本当ね、やっぱり外国人差別がひどすぎるのがですね、どうにかならんかなと思うんですけれどもね、もうちょっとそれがやっぱり特にまあ、中国系とかアジア系の人に対するヘイトがもうちょっと緩和されないと、っていう感じではありますけどね、社会全体はなかなか大きくは変わらないだろうとは思いますね。1万人超えてほしい YouTube ライブを一生する形で参加しようと思います。まあそうですね。それもいいですね。参加しましょう。ですね。食品製造工場の工場者のほとんどは、外国人なのに今更何を言ってんだと思う人が意外と少ないですね。いや、そうなんですよね。だからまあ我々っていうか、やっぱり市民側が分断されてて、あんまり外国籍の人と付き合いなかったりするじゃないですか、職場でも。同じ、いろんな、まあ、職場があると思うんですけど、一緒に働いてる人もいればそうでない人もいると思うので、まあ、なかなかね、みんなで集まるコミュニティみたいなものもないし、デモ活動も、まあ、デモ活動とか市民活動もね、活発でない国なので、なかなかね、そういうところで集まるっていう機会もないと思いますので、まあ、こういうね、YouTube の配信でもいいし、まあ、いろんなね、多様な人が集まるところ、場を設けるっていうのがね、やっぱり大切なのかなというふうに思いました。はい。そうですね。外国人労働者の方々がね、やっぱ透明化されてるのはありますよね。はい。事実上ね、政治活動とか、まあそういうことをするとね、まあすぐああやってバッシングが来るわけですから、ね、モスク作ろうとしただけで叩かれたりするからね、まあそりゃ皆さんやっぱり自分の安全を考えたらなかなかね、デモ行けったって、行けないと思いますし、それは当然のことだと思うので、はい。ですね。だからやっぱり世界全体で、そういうヘイトスピーチとかに関しては、一切認めないっていう風に、しなきゃいけないかなと思います。はい。ということで、以上でした。配信お付き合いいただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価等ぜひともよろしくお願いいたします。本日も遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。ですね。ヘイトは社会を壊すということで、その通りですね。はい。まあ、差別排外主義も相変わらず、はびこっておりますし、まあ、トランプがいなくなったとしてもね、戦争や紛争、差別、虐殺などが解決するわけではないですけれども、まあ、なんとかね、このイラン戦争の危機を乗り越えて、改憲させないように頑張っていきましょう。皆様ありがとうございました。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁反対ということですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。上京した時にすぐ思ったのは、私たちが見えるところにムスリムと黒人の労働者が配置されていないことにすごく違和感がありましたと。ああ、なるほど、そうですね。なんか裏方とかにね、配置されたりとか、なんかお店の前に出てこないとこもありますよね。まあそれはね、差別主義者の奴らが、客がいるから、それもあるのかもしれないですけど、でもだからといってね、やっぱり、ダメですよね。差別ですからね、それも。はい。バックヤードにいなきゃいけないみたいなのも差別なんで、はい。本当せめてね、職場でだけは絶対そういう、まあ、ヘイト行為禁止、まあ、客側もね、ヘイトしたら逮捕するぐらいの法律が必要じゃないかと思いますよ。ですね、反民族浄化、排外主義ということでありがとうございます。私も戦争、紛争、虐殺、差別、独裁反対ということでありがとうございます。ということで皆さんコメントたくさん盛り上げてくれてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。次回の配信なんですが、ですね、3月20日なんですけれども、まあ、高市さんが、アメリカに行ってしまわれるということで何が起きるかわかりませんが、ちょっと、恐怖していますが、とりあえずその結果
についてフリートークとかしようと思っております。はい。まあ、なんかね、オイル5兆円とか、わけのわからんことを言い出さないことを祈っております。で、21日なんですけど、すいません。ちょっと、用事あるので、今回ちょっとカラスマゲーミングをお休みさせていこうと思っております。すみませんが。で、3月22日なんですけど、メンバーシップ限定でですね、将棋面たかしさんという方の、従順さんのなぜいけないのかというですね、本の読書会を、しようと思っておりますので、よかったら、投稿欄の方にリンクとか貼っておりますので、よければチェックメンバーの方はチェックしてみてください。はい、高市さんがアメリカに行くまでできることはやりましょう。はい、ということで私もリポストとかね、いろんなあれとかですね、広めていきたいと思ってますんで、よければ、皆さんお気軽に教えてください。はい、ということで、皆様、配信お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。